Oh, cutscene. Oh, SABER! It's SABER! It's it! 私のマスターか。あれ？あそこにいるのはロビン？なんでこんなとこに？ That the Holy Grail? お久しぶりね。スクリューガムさんからあなたが来ると聞いてここで待っていたの。これが開鎖宇宙のテスト装置？ You're interested in the Divergent Universe too? いいえ、そういうわけではないわ。折り紙大学で歴史を学んだことはあるけれど、私は研究者には向いていないから。実は今日はある人に頼まれてあなたにプレゼントを持ってきたの。この前ピノコニーで開かれた聖杯戦争のことまだ覚えてる？ Do you still remember the Holy Grail war we had back in Penacony? Holy Grail war we had back in Penacony? Since when? そう言うと思ったわ。この聖杯と呼ばれる器物、本当に不思議よね。あなたと一緒に冒険したことは覚えているのに、細かいことは霧がかかったようにぼやけてしまってちゃんと思い出せないんだもの。この聖杯はプレゼントとして王子さんから贈られたもので、聖杯戦争に参加した人への償いだそうよ。私はこれが貴重赤号の飾りとしてぴったりだと思って王子さんも賛同してくれたの。ほっほっほ。あらゆる願いを叶えてくれるという聖杯、貴重赤号に展示するのにこれほどふさわしいものはありませんと言っていたわ。安心して、スクリューガムさんが聖杯を無害化してくれたから、今のこれはただの夢の泡。願いに応えるなんて不思議な力はもうないわ。あとずっと気になっていたんだけど、もし本当に聖杯で願いを一つ叶えられるとしたら、あなたはどんな願い事をするのかしら？叶えたい願い。聖杯戦争の時も似たようなこと聞かれたような。Your thoughts gradually rewind to the beginning of that Holy Grail war as many vague details gain clarity. Wait, what? Since that it was a long time ago, or not so long ago? Hold on, since when we went through a Holy Grail war? スター・オブ・ザ・フェスティバルとして彼は多くの人々の注目を集めてきました。そして今、 I know whose voice that character belongs 聖杯 to. 戦争の開幕を控え、再びステージの上に舞い戻ってきたのです。ほらお兄さん、早く手の甲にある何でしたっけ、タトゥーを観客たちに見せてください。 It's called Command Seal, you dumb. You dumb. 霊樹。聖杯戦争の参加資格でもある霊樹の力があれば、 The design is kinda unique though, I would say 名を this. 刻む人物たちを従わせることができるのです。ではここからは水晶日報のエリート記者さんにお任せしましょう。 Buckle. もし聖杯を手に入れたら Not. どんなお願いをする気なんだ？ If you win the Holy Grail, what wish would you want to?
Let me be the straight guy. Why are you two monkeys even here? むむそれじゃあ質問の答えになってないぞ。さては人には言えないような願い事な Is んだ that な。 hook I'm hearing? じゃあ Is 聖 that 杯戦 hook? 争を勝ち抜く自信はあるか？ You think you got what it takes to win the Holy Grail War? Why are you both acting as reporters? 話をそらすな。さては奥の歯を隠してるんだろう。それを言うなら奥の手でしょ。そういえば名誉隊員は誰を召喚するつもりなんだ？私みたいにピノコニーの歴史について何も知らないなんてことはないよな。 What's your deal anyway? やれ Yeah, や it れ。 is Sampo and Hook. お兄さん、僕たちベロブルグ人は銀河を旅することなんてめったにありません。そんな中で旧友に再会できて、こちらは心から喜んでいるというのに、確かにタイミングが悪かったかもしれませんが、まさか話をそらし続けるつもりじゃありませんよね。ドスクロのフック様と約束したんです。せっかくの宴の星での旅ですから、その中で出会う素敵な出来事を録画して故郷の皆さんに見せてあげると。そうしたらちょうどあなたがピノコニー聖杯戦争のインタビューを受けているところに出くわしたというわけです。なるほど。独占インタビュー権と配信権を手に入れたはずなのに、なぜ他局の人がいるのかと思ったら、そういうことだったんですね。では今すぐご退場願いますでしょうか。 Before I proceed, right? Since there are two Belaborgians in this story, I won't be surprised that on this other side of this world, somewhere, a certain voice actress who goes by the name Emily Sun, who is known for being the voice of Clara in Honkai Star Rail, gonna be absolutely livid when she finds out that Clara is not involved in this fake collab in any shape or form, since there's two Bella Morgans already involved. She's probably gonna be like, if Sampo and who is gonna be here, why is Clara not in here? Or something like that. Anyway, let's just keep going. そうだ。私たちと提携しないか？ Because it's been おや ages おやいくらお金 since に目がないルーさん家でもこん Clara's なに小さな子供に appearance 取材費を請求するなんてこと which is seen like what back in the early こ days こ of は慈 Honkai 善 Star 活 Rail. 動だと思って彼女に社会実習の場を作ってあげるというのはどうでしょう。アシスタント、この二人をつまみ出して。 The assistants search forward without warning. ルーさんが主催する第1回ピノコニー聖杯戦争が始まりました。我々は参戦するマスターたちの足跡をたどりながら皆様に最新の戦況をお届けします。七し人さんへのインタビューを始める前に、まずはこちらの CM をご覧ください。皆さん、聖杯にまつわる伝説は it's okay. 聞いたことがあるでしょう。願いを叶えるという奇跡を求め、多くの者が長く辛い旅に出ました。この広大な世界ではよくある話だ。しかし実際にその願望期を目にできる者は非常に少ない。そこで私は
その奇跡を見届けるチャンスを皆さんに与えたいと思ったのです。あらゆる願いを叶えるという万能の願望機、それをピノコニーに設置しました。もちろん願いを叶える権利は非常に貴重なものです。そしてチャンスとは自らの手で掴むべきもの。 Here's my question. How in the blue hell did old OT get his hands on the Holy Grail? That's my question. They better drop some answers by the time that this main quest ends. Continuing. 聖杯はピノコニーの歴史に名を刻んだ人物を英霊として召喚できる。そして勇敢なる夢追い人はサーバントを刺激するマスターとして最後の一人になるまで戦いを繰り広げることになるのです。おや、大気庵のモーターボールのような血まみれの争いにならないか心配ですと。ご心配なく。ピノコニーの美しい夢の中に死は存在しません。皆さんが目にする全ての暴力は安全で無害な無境の戦闘ショーであり、願いの成就という報奨だけが真実なのです。ここは夢追いの星ですからね。ピノコニーでは誰にでも夢を叶えるチャンスがあるのです。それではルーサン家主催スラーダ社協賛の夢をかけた残酷な戦い、第1回ピノコニー聖杯戦争、ここに開幕。 Right? And I won't be surprised if Kajiura Yuki-san had a hand in making the OST specifically for this collaboration event. At the same time, the whole to that bus. 勝ち残るではなく生き残るというルールで参加者を鼓舞しているのが特に気に入りました。生き残るという目標ほど人の闘志をかきたてるものはありませんからね。実に先導的な演説でした、王子さん。たとえルイス・フレミング本人でもあなたにはかなわないでしょう。ほっはっは。そんなに褒めても何も出ませんぞ。第一、私が君に求めているのは感情的価値ではありません。私はね、ただ君に全力で生き残ってもらいたいのですよ。オーディさんに評価していただけるのは光栄なことですが、私は取るに足らない小物、カンパニーの一社員に過ぎません。それにあなたはカンパニーのことをよく思っているのでしょう。それなのになぜ私を選んだのですか？当然ピノコニーの当主や株主たちにも招待状を送り、聖杯戦争への参加を呼びかけましたが、応じてくれた人もいれば鼻で笑う人も。私が多くのリソースを割いて用意した宴をただの宣伝だと蔑む人もいました。 Okay, before I proceed, that dude on the right there better not be the same dude that was wreaking havoc during our visit to... What's the name of the second arena again? Oh, crap. I forgot. The second area. Oh, my brain, I'm sorry. Hold on, let me look for it before I
It's a Chinese name, but I totally forgot. Ah, never mind. Now I remembered. The Xianzhou Lawful. I just remembered. This better not be that freaking troublemaker while during the Trailblazer stay at the Xianzhou Lawful. If it is, I'm gonna be pissed. Because this dog barking troublemaker is a pain in the ass to deal with. 小物は違います。スコート君、君の願いをもう一度聞かせてもらえますかな。はい。この私、Motherfucking カンパニーの初級 P45 になることです。It is the dog barking troublemaker after all. What the fuck? なんとも浅ましい願いだ。God damn it. 君はダイヤモンドのような大物と肩を並べたいと思ったことすらないのでしょうな。しかし宇宙の平和を望むなどというたわごとよりも地に足のついた願いの方が心を打つというもの。Is that dog barking motherfucker? その聖杯というのは本当に私の願いを叶えてくれるのですか？ Oh, I'm gonna be in for a ride, that's for sure. その手の甲に刻ま At れ least た this 霊樹は should be 君 at の least 参戦資格を証明 should し be at least as entertaining compared to Penacony arc. サーバントを召喚してその力を見たでしょう。そうは言いましても、ここはアイスクリームや酒瓶が喋ったり、楽器が自ら演奏を始めたりする無教じゃないですか。聖杯やら蘇った歴史上の人物やらが出てきても正直そこまで不思議ではないというか。それより私が気になっているのは、仮に聖杯が本物だったとしたら、なぜそれを独占したりせずにわざわざこんな大会を企画したのかということです。私だったら黙ってとっくに自分の願いを叶えていますよ。いい質問だ。それではスコート君、逆に聞きたいのですが、10琥珀期も生き数えきれないほどの陰謀と闘争を生き延び、使い切れないほどの富を築き、ピノコニーの頂点に上り詰めた老人にとって必ず叶えたい願いがあるとしたら、それは何だと思いますか？より多くの富と権力を持つことでしょうか。この2つが嫌いな人はいないと思うので。ただ確信はありません。王子さん、答えを教えてもらえませんか？その答えもなかなか近いですぞ、スコート君。たった一つの願いしか叶えられない聖杯では私を満足させることはできない。だからこそ聖杯戦争をピノコニーの新たなエンターテインメントにしたいのですよ。亡くなった歴史上の人物をサーバントとして召喚して戦わせ、最終的には自分の夢を実現させる。そんなエンターテインメントにね。素晴らしいと思いませんか？これでピノコニーは調和セレモニーに次ぐ全宇宙の注目を集める宴を持つことになる。数えきれないほどの資金と夢追い人たちがこれまでとは比べ物にならないくらい集まってくるでしょう。そしてその試運転となる第1回聖杯戦争である小物が願いを叶えたとくれば、これほど効果の高い宣伝は他にありません。これでわかりましたかな？なるほど。きっとあなたを失望させないとお約束します。王子さん、一匹狼としてこのスコート、どんな境地に陥っても必ずや生き残ってみせましょう。
実は先ほどの番組に私を何度も人生のどん底に突き落とした宿敵が出ていまして、彼も同じ戦場に赴くようです。これは運命としか言いようがありません。 And you deserved it. それは You 請求 deserved 列車 it. の七死人のことですかな。あの方は目立ちたがり屋ですが、なかなか腕の立つ選手ですぞ。今までの私ならあの怪物どもの足元にも及ばなかったでしょう。しかし私は生まれ変わった。マスターとしていかに召喚した歴史の英霊、いわゆるサーバントをうまく使い、彼らの宝具と呼ばれる特別な能力を発揮させるか、それが戦いの鍵になる。そうだろ、ミスター・レック。聖杯戦争の間はグレイディ Oh, と呼んでくれ、 you there. プロデューサー。Grady? いやいや、聖杯戦争が終わるまではアサシンと呼ぶべきでしょ Wait, what? そうだな。グレイディという名は今のピノコニーでは何の価値もない。わざわざ口にする必要もないだろう。ほっほっほ。せっかく迎えた2度目の人生なのですから、その脆弱な自尊心は捨てた方がいいですぞ、我が友よ。名前とは己の過去を示すもの。そして過去を知られることは弱点を知られることにも等しい。自分の情報は極力相手に与えない。 Well, それが賢い人の戦い方です。that's the nature of the Holy Grail War after all. 私は作品に対する著作者人格権を保障すること、そして英霊の記憶を体験することを条件に、あの監督にあなたのよりしろになってもらいました。あなたは世間を震撼させるような作品を撮り、歴史に名を刻むことを望んでいたのでしょう。その体の持ち主ミスター・レックも同じ夢を持っています。だからこそ私があなたたちのために用意したこの大舞台をどうか無駄にしないでいただきたい。今回の聖杯戦争に参加する者たちの経験を記録して、この野心あふれる若者の夢を叶えてやってください。ほっほっほ。プロデューサーに言われた通り、宝具で招待された者たちに狙いを定めておいた。対象の動向はいつでも共有できる。でかしたぞアサシン。この便利な力があればきっと優位に立てるはずだ。招待状を受け取り、聖杯戦争に参加する意欲のある者はすでに私の監視下にある。プロデューサー、あなたは誰から見ていきたい？プロデューサー、時間は貴重だ。早く他の参加者の状況を確認した方がいい。Why in the blue hell are we controlling these dog bucking motherfucker? Like, what the fuck? Let me investigate this first. 誰じゃ、こんなところにゴミを捨てたのは。犯人を見つけたら列車の衛生規則を100回書き写してもらうぞ。第1回ピノコニー聖杯戦争。請求列車の皆様のご参加を心よりお待ちしております。こういう賑やかなイベントなら乗客も興味を持つかもしれんな。今はいないようじゃから、とりあえずみつきちゃんか炭鉱に渡して。うわっ、
いつの間に手に落書きが。 Wait, しかも拭いても取れん。一体誰がこんないたずらを。 why is Pom Pom a master? ゲームexplain 話だ。請求列車に乗っている動物まで参加資格を得られるなんて。 Why is Pom Pom a master? 先にこいつから片付けようか。ゲームexplain その必要はありません。こういう参加者がいるのも一興ですからね。What the hell? Robin, 次はお前だ。You're next. Seriously, Pom Pom? A master? Really? タムさん、お久しぶりね。あベイビーが笑わせてくれるじゃねえか。ジョーちゃん、俺の立場が厄介だってことは自分でもよく分かっちゃいるが、ドリームリーフじゃ本名で呼んでくれねえか。こうして顔を合わせるのは確かサルダムがここで大暴れした時以来だよな。っていうかあんた、大スターが路上ライブなんかしてマネージャーになんか言われねえのか。大丈夫よ。 Let me guess. Robin's the master while Budhill's the servant. 歌を届けるものだから。 What the hell? それよりブートヒルさん、あなたがここに来たということは、まさかドリームリーフでまた何か起ころうとしているの？俺は警報装置じゃねえっての。聖杯戦争は知ってるだろ。ま、そこら中に広告が出てっからピノコニーで知らねえやつはいねえと思うが。まさかブートヒルさんは聖杯戦争に参加しに来たの？ああ？なんでそんな驚いてんだ。俺が参加しちゃ悪いのか。そういう意味では、いえ、ごめんなさい。そういうつもりで言ったわ。私の知る限り、聖杯戦争の招待状は各クランの当主、カンパニーの重役、そして請求列車、つまりピノコニーの意思決定者たちに送られているの。パームさんだって請求列車のメンバーだろ。そういう意味じゃなくて。Oh, he meant when he disguised himself as Pom Pom during Penacony arc. 何を血迷ったのか。I remember that. ラブリーな年寄りがドリームリーフにも招待状を送ってきたんだ。だがミカは昔みてえにお偉いさんの道楽のために住民たちが振り回されんじゃねえかって心配だったみてえでな。俺なら興味あんだろってんで招待状を転送してきたんだ。なるほど。遠回しにあなたに助けを求めたのね。ま、二度もピノコニーを救った英雄だからな。サンデーだろうがサルだろうが。Budhill, that's a touchy subject right over there. ホーリーウーボー。俺は聖杯とやらには興味ねえんだが、聖杯戦争ってのはどうも嫌な予感がしてよ。そうね、私もそう思うわ。死者を墓から呼び出して殺し合わせて勝者が全てを手に入れる。どこのノーズウォーカーが考えたルールか知らねえが、マジで典型的なカンパニーの思考とは馬が合わねえぜ。だがミカの要請を受けた以上、全力でこいつを阻止してやらねえとな。さて、俺はそろそろ準備に取り掛かる。次は招待状に書かれてる通り、英霊を召喚しねえといけねえらしい。ってことで、またな、ジョーちゃん。Right. こいつまさか指名手配犯のブートヒル。オーディさん、こいつの参加資格を取り消してくれませんか。指名手配犯を聖杯戦争に参加させるなんて危険すぎる。それにもしカンパニーの社員全員に死んでほしい
なんて願われたらもうおしまいじゃないですか。君はこのカーボーイが勝ち残ると思っているのですかな。ほっほっほ。自分を見下げてはいけませんぞ。それに一度招待を受け入れ、令状を付与された者のマスター資格は取り消せません。That's pretty much how the Holy Grail war works, brother. ならハウンドを送ってこの指名手配犯を捕らえましょう。Oi! ほっほっほ。しかしブートヒルさんの言う通り、彼はピノコニーを2度も救った英雄だ。迂闊に手を出すのは得策とは言えないでしょう。それよりもスコート君、君はどうしてそこまで彼を恐れているのですか。 Yeah. Why, you dog bucking bastard? 実はちょっとした因縁がありまして、彼はうちの部門の人間に対してとりわけ容赦がないのです。ほっほっほ。であればこれは同僚たちの恨みを晴らすチャンスではありませんか。全身全霊で挑み、あの傲慢なカーボーイを叩き落としてやるのです。ご安心ください、王子さん。罠と策略さえしっかり準備しておけば、たとえ相手がルイス・フレミングであろうときっと討ち取れますから。ほっはっは。その意気です。君の手段を選ばないところは若い頃の私にそっくりですぞ。One more. This better be the last one. 国宝を招待状にするなんてピノコニーらしいわね。こっちはもっとピノコニーらしいよ。あらゆる Please do 願 not tell いを me 叶えられ Adventuring る is a 万 servant 能 over の here. 願望機。Jade is the master. まるで下手な詐欺のキャッチコピーだ。それもヤリーロ6みたいなど田舎の人さえ騙せないほどお粗末なねえ。オーディは飴を出した。ならその飴の裏に隠された無知は一体何なのかしら。ジェヘイド、君そのふざけた言葉を真に受けてるのかい？あら、別にいいでしょ。あのピノコニーの豪商がこれまでの和気あいあいとしたイメージを捨てて当主や株主に招待状を出したのよ。しかも夢の中での戦いに参加すれば願いを叶えてもらえるなんて面白そうじゃない？ Anything I can come up with 面白い？ my... Hold on. 権力者の時間にはその1分1秒に意味と価値がある。彼の茶番に付き合ってられる人なんていないと思うけど、それにもし後になって聖杯は嘘だったなんてことになったら、それこそ収拾がつかなくなってしまうかもしれない。オーディだってそのくらい分かっているわ。考えてもみなさい。ルーさん家の信用をかけてまで開きたい催し物。このビジネスには一体どれだけの利益が見込めると思う？なるほどね。だからこそ君はその万能の願望機とやらが実在すると思ったわけだ。何らかの方法で運命の力を集め奇跡を成し遂げる儀式は決して珍しいものではないわ。私が結ぶ貸借契約も人々の願いを叶える儀式の一つだもの。私たちが授かった奇跡だってね。じゃあこの招待に応えるつもりなのかい？そうね。確かに聖杯戦争には興味があるわ。聖杯そのものではなく奇跡を追い求めて参加する人たちにだけれど。
自分の願いを得体の知れない聖杯に託すなんて、まるで全身に油を塗った状態で火の輪をくぐろうとするライオンみたいだ。結果は目に見えてるけど、素晴らしいショーにはなるだろうね。ええ。でもこれは潜在顧客を引き寄せる絶好のチャンスでもある。聖杯が願いを叶えてくれるのは一人だけだけれど、ポーンショップ翡翠、いいえ、カンパニーの戦略投資部はすべての人の願いを叶えてあげられるもの。今後のためにも友人は大いに越したことはないわ。アベンチュリン、あなたならこの聖杯戦争に参加してくれるわよね。やっぱりそうなるんだね。どうやらピノコニーとは縁があるみたいだ。でも参加資格を体に焼き付けられるのは正直不快だな。友人といえば、ある友人候補がピノコニーに戻ってきたみたい。You are back. もちろん正式な取引をすることはできないけれど、彼は以前あなたと情報交換したことがあるから多少の信頼はあるでしょう。できればこの聖杯戦争を機に彼と親睦を深めたいの。頼めるかしら、アベンチュリン。仰せのままに。まさか戦略投資部の人も参加するんですか？もしかして怖いのですか、スコート君。君は市場開拓部の所属ですから、彼らの管轄外だと思いますが。その通りです、王子さん。それにあなたがついていれば、たとえ相手がルイス・フレミングだとしても。そろそろルイス・フレミングを休ませてあげましょう。スコート君、カンパニーは広大な銀河に浮かぶ一つの選択肢に過ぎません。時には自力で上を目指してみることも必要ですよ。なに、君なら大丈夫ですとも。舞台は整い、演者たちも登場した。しかしプロデューサー、この聖杯戦争は我々にとっていささか不安要素が潜んでいるようだな。ああ、今回の参加者は一筋縄で I はい need some かない snack 連中 because ば I'm かり already feeling いや、 sleepy AF. 私が言いたいのは、登場人物たちのバックグラウンドを考えると大きく3つのカテゴリーに分けられるということだ。あなたの部門と競合関係にあるもの、あなたの部門に個人的な恨みを持っているもの、そしてあなた個人と相入れないもの。要するに物語論の観点から見れば、現時点で判明している全ての参加者は真っ先にあなたを狙うだろうということさ。Good. 私 Because たち you're the を weakest after all. だろ。I can see そ profanity. もそもこんなの不安要素と言えるのか。参加者全員が私と何らかの因縁があることくらいとっくに分かってい You ること call it だ。 IPC profanity? これは私の経験則から言えることですが、スコート君と皆さんの間にあるのは Hold on, hold on, hold on. Hold on. Wait just a minute. 利益の衝突と I know I'm not ready to hear first, but I want to hear that one. I want to. Let me hear that one more freaking time. 私たちを狙うだろ。そもそもこんなの不安要素と言えるのか。参加者全員が私と何らかの因縁があることくらいとっくに分かっていることだ。One more time. I'm sorry. 私たちを狙うだろ。
そもそもこんなの不安要素と言えるのか？参加者全員が私と何らかの因縁があることくらいとっくに分かっていることだ。Oh dear. That made me laugh so hard. I'm starting to have hiccups already. Sorry. この2つの最大の違いは、前者には交渉の余地があれど、後者にはそれがないという点です。Yep. なので、もし私が君だったら、優先的に個人的な恨みに対処する。ありがとうございます、オーディさん。大変勉強になりました。なんと巧妙な物語の巡り合わせ。因縁のある登場人物たちは聖杯戦争という舞台で勝負を決する定めにあるのだな。お前という大当たりを引けて本当によかった。アサシン、その宝具があれば私たちは先手を取れるはずだ。先手を取るなら相手の動きを把握するだけでは足りない。台本があっても撮影を始めなければ意味がないのと同じだ。プロデューサー、忘れないでくれ。あなたが最も嫌っているあの七死人が今まさにサーバント召喚の儀式を準備していることを。待っていろ、七死人。面倒なことになる前にまずはお前から片付けてやる。Yeah, good luck with that. Good luck with that. さあ、次は誰もが心躍る瞬間。七死人さんが召喚陣に立ち呪文を唱え、ピノコニー史上最も偉大なる英霊の一人を召喚します。 And AJ summons 誰が召喚 Arturia. されるのでしょうか。無境を築いたグラークスか、それとも最初のハウンドか。その答えは間もなく明らかになります。 It's going to be SABER. こんなに盛り上がってる It's んだ。 going to be 召 Arturia. 喚人のとこに行って儀式をやろう。And I won't be surprised if the Trailblazer says the entire phrase or chant to summon the saber. But with that being said, let's freaking go. And oh my goodness gracious, it really looks like a freaking... Can I zoom out? This is the most I can zoom out, by the way, but it really looks like the summoning circle, just like in the Feat series. じゃあ始めるか。告げる。汝の身は我が元に、我が命運は汝の剣に。列車の汽笛に従い、 Wait, 甘々パリパリサクサクパムパムパ if イに Robin 従 is うならば summoning, 答えよ。 that means Rob... 俺は常世すべての善となるものじゃねえ。むしろ常世すべての悪を滅ぼすために死ぬ運命にある。汝、琥珀の王の赤心から溢れた7つの魂。 Okay. 抑止の輪より来たれ。天秤の守り手よ。 Yep. The exact same line. で、サーバントは You need an item, by the way. An item is required to summon the servant. The thing is, the Trailblazer doesn't have a certain item to summon. 俺のサーバントは？この屈辱的な瞬間を記録して、 Oh no. 家宝として子々孫々まで Oh 伝えて no. いきたいものだ。正直とんでもない当たりを引いて恐ろしいサーバントを Oh 召 no. 喚するんじゃないかと心配していたが、まさかお前が
神にも幽霊にも嫌われた存在だったとは。それに比べたらサーバントのいる私はもはや一匹狼とは呼べないかもしれないな。どうだ、この称号2、3日の間貸してやろうか。Ah, shut up. Even without a servant, you're no match for me. サーバントの召喚に失敗したからって奇襲すれば勝てると思ったのか。小僧、何事にもルールというものがある。その意味を教えてやろう。この聖杯戦争においてサーバントがいるかいないかはパワードスーツを着て戦場に出るのと裸で戦場に出るのと同じくらいの差があるんだ。これ以上時間を無駄にするつもりはない。召喚の儀式に失敗した今が絶好のチャンス。これまでに受けてきた屈辱、その全てを倍にして返してやる。SABER。だが私はルールを何より重んじる人間だ。お前がサーバントを召喚できなかった以上、私もサーバントの力は借りないでおこう。お前たちかかれ。 Wait, what? What? Good thing I brought in Firefly. I'm not using the controller, by the way. As you can see, I'm not using the controller. Firefly Super Big Team can manage by themselves. ポンコツどもめ、思った以上に使えないな。ここは一時撤退だ。あれれ、スコートもう終わりか。じゃあ次は俺がお前を捕まえる番だ。What? まさか追いかけてくるとはな。残念だがお前の聖杯戦争はここで終わりだ。目標が罠にかかった。準備はいいか、アサシン。Uh-oh. いつでも OK だ、プロデューサー。しぶきの上がるスペースランドコメディアクション。 They can manage by themselves. 何なんだ。取るに足らないエキストラといったところだ。おい、もっと敬意を払え。これは私の大事な一部なんだぞ。生きるために燃やし尽くす。 I'll just be over here drinking my cup of water while Firefly does their work. いずれ風に吹き落とされる。気をいずれ風に吹き落とされる。生きるために燃やし尽くす。私がカットと言わない限りこのエキストラたちが演技を止めることはない。これぞ数の暴力だ。まったく素人が聖杯戦争に参加するとは世も末だぜ。あ、いや、とっくに末だ。Lancer? Lancer? 見とけ。こういう時こうするんだ。Gayborg! That was Gayborg! その槍、
どういうことだ。全滅じゃないか。ランサだランサだお前が召喚したサーバントか。アサシン、早く。ランサー looking good。 邪魔が入ったようだな。プロデューサー、正面から戦うのは私の得意分野ではない。ランサー looking good though, I would say this。 ここはひとまずその高貴な足を使って逃げるとしよう。 Yes, use the JoJo's special technique, the Nigerundayo approach。 アサシンってクラスはどうにもいけすかねえ技を持ってやがる。Dog fighting, let's go。 This is definitely a reference to Fate Hollow Ataraxia and Carnival Phantasm。 悪くない誘いだが、もうお前っていう大きな魚が釣れてるだろう。 Hook the big one。 俺はランサー。当然これが神明ってわけじゃねえが、お前はすぐこの舞台から降りる身だ。わざわざ名乗る意味もない。 Okay, so Lances。 サーバントを召喚できなかったマスターさん。あ、cutscene。 Oh! SABER! It's SABER! と It's あなた it! が私のマスターか。 Contract form. Servant summon. 最悪な再会だな。 Wow, such nice back. ランサー。 Sorry. 私がいる限りマスターに指一本触れることは許さない。 Took you long enough. 喜べ小僧。お前は特賞を引き当てた。 Wow. Did Lancer really say Yorokobe Shonen? もう安全です、マスター。怪我はありませんか？ Oh my gosh. Looking good though. She looks so good. So good. あなたが私のサーバント which translates to Are you my 私の存 servant? 在を維持する力があなたから流れてきているわけではないようですが、確かに何かのつながりを感じます。間違いありません。あなたが私のマスター、そして私はあなたのサーバントです。 You don't seem to be. Of course not. He's of course he's not from this world. それには私も気づいていました。限界の際、聖杯は今回の聖杯戦争に必要な知識を授けてくれました。しかしそこには難解な概念が多く含まれており、ここは私の知る世界とは全く異なっているようです。あ、そういえば自己紹介がまだでしたね。申し遅れました。私はセイバーのクラスのサーバント、名をアルトリア・ペンドラゴンと言います。セイバーと呼んでくださっても構いませんし、周りに人がいなければ神名で呼んでいただいても結構です。 Well, キャメロットの騎士王として知られていましたが、その地については何もご存じないですよね。we do have a Camelot here actually. I'm gonna be freaking honest, and I'm gonna go with not a thing. But before I proceed, right? You know what's great? I'll just proceed because my brain's already empty. My brain's already messing me up. Sorry.
I want to say something, but my brain messed me up. Sorry. My brain and my freaking hiccup. You hungry? 申し訳ありません。初対面でこのような見苦しい姿をお見せしてしまうとは。マスターには感知できないかもしれませんが、この世界にあるマナの量は微々たるものです。加えて、私のような誰にも知られていない他の世界の英霊は、知名度や神秘性による追加の力を得るのが困難となります。そうなると、力を維持するには膨大なエネルギーを摂取する以外に方法はありません。つまりマスター、この近くに比較的量の多い食事を提供してくれるお店はないでしょうか。 Well, if you're not that picky about the food... 問題ありません。味にはさしてこだわりはありませんし、空腹は最高のスパイスとも言いますから。じゃあここの名物の天かん手羽バーガーを食いに行こう。そっちの世界にはない食べ物だろうし。I mean, have you ever seen Saber eat burger before? I've seen Saber eat Japanese dish in the Fate Stay Night TV anime, but burger, I don't recall her eating so. So it'd be a very interesting. 強運の間を渡り歩くギャンブラーの僕でも、今回のドローはさすがに。What? そうか、俺は結構気に入ってるぜ、あんたのサーバント。ルールを守るし、きちんとお互いの領分をわきまえてる。背中を任せる相手としては、あんたらみてえな腹に一物抱えた連中よりもよっぽど信頼できんだろう。確かに素晴らしいサーバントのようだけど。 What? 君 The ピノコニーの歴史上の誰なのかな。 Adventuring servant is Emiya? この冗談のような世界と私に何かつながりがあるように見えるか。どうやら彼も別の世界から来たようだ。君のサーバントと同じようにね。こちらとしては安心したよ。この水星無視の派手な世界がかつて私がいた世界の未来ではないと知れて本当に良かった。ロリポップがよそ者二人が揃って他の世界のやつを召喚するとはよ。なんだ、聖杯戦争ってのはよそ者を差別でもしてんのか。3機だ。他の世界から来たサーバントは3機いる。Lancer! 奇遇だな、クフーリン。返り討ちにあって帰ってきたか。 Wow. To think we get to see Kokulin and Emiya interact in a different game. 別に問題なかろう。この世界では誰も君や私のことなど聞いたこともないはずだ。無論エリンの名もクランの猛犬の異名もだ。Yeah. You are in a different universe after all. 俺たちがこの世界の英霊に対して不利な立場だってことを意味する。ここは奴らの世界だ。血のりがあるのは向こうだろうよ。にしてもあんちゃんよ、ちょっと様子を探ってきただけでなんでそんなヘトヘトになってんだ。たく、それがよ、あと少しでマスターを2人まとめて片付けられるってとこでアサシンがチャチャを入れやがってな。逃げられちまったのさ。その上灰色頭が召喚したのが他の世界の英霊で。ベイビーが灰色頭だと。おいおい、あいつは味方だ。何してやがる。お前がムカつく奴らを始末してこいって命令したんだろう。今度会ったら誤解を解かねえとな。あ、待てよ、あいつの英霊もあんたらと同じで他の世界のっつったか。 Yes. そうだ、マスター。あれはSABER。俺たちのよく知るセイバーだ。彼女は
これは予想外の再会だな。君たちってよ It's く自 Wednesday 分の night 世 after 界じゃ all ない over 場所に again. 召喚されるのかい？自分の俺たちサーバントっつうのはほとんどの場合自分のじゃねえ境遇に身を置くもんだ。時代、国、戦争、すべて他の誰かのもんだろう。しかしこうも異なる世界を見るのは初めてだな。だがまあ抑止力の守護者としてそれが何なのかは君たちが知る必要はないが、私はもとより誤った聖杯戦争に現れるべき存在だ。他の2機もきっと似たような理由でこの世界に来たのだろう。なるほど。つまり俺たちはお前の巻き添えを食らったってわけか。Hey yo, why you blaming Emiya all of a sudden? 君たちの世界じゃ聖杯戦争とはありふれた儀式で、それをオーディが間違ったやり方で行ってしまったという意味だろうか。俺たちの世界でも Is this something like a Fate Strange Fate situation? だが間違えたのは確かだろう。何より聖杯ってのはおもちゃじゃねえんだ。特にお前らみたいな魔術の何たるかを知らない奴らがむやみに触るとやけどする。Exactly. 今回俺たちの肉体は魔力で構成されてすらない。そこで俺の推測だが、おそらく聖杯は魔術と似た性質の何かを利用して疑似聖杯戦争を構築したんだろう。改ざんされた儀式、占有された聖杯、儀式に参加する主催者。ランサー、これ以上言う必要はあるまい。ああ、黒幕って大声で叫んでるようなもんだ。だが少なくとも今回のマスターは霊樹を乱用するやつじゃないようだな。In reference to Mato Shinji, who is a little who is nothing more than a piece of shit. 策略でこちらの戦力をおびき寄せて一網打尽にするつもりだったとしたら、たぶん面倒だがしょうがねえ。ここにいる連中で正式な魔術の鍛錬を受けたのは俺だけだ。相手がどう構えているのか探ってきてやるよ。その目的もな。その間隠れててもいいし、攻撃を仕掛けても構わねえ。少なくとも今のところお前らの身を脅かすほどの手だれはいないはずだ。And another thing about Shinji, I will never ever forgive him. Sorry. For what he did to Sakura in Heaven's Field. In case you're wondering what happened, what he did to Sakura in Heaven's Field, do yourselves a favor and go watch the trilogy movies. Arguably one of the best trilogy movies I've ever watched in my entire fucking life. Continuing. And excuse my hiccup. あいつからメッセージ？タイミング悪いな、ベイビーが。なんだこれ。ジャンビの騎士に取りつかれでもしたか？まあええ。あいつがこんな調子なのは今に始まったことじゃねえしな。おや、もうお咎めの連絡が来たのかい？いや、クラークフィルムランドに来いってよ。手を組まないか話がしたいんだと。In the meantime, at Dreamflux Crypt, will we get to see Ryder in this game? 英霊というのはもっと特別な見た目をしているものかと思っていたのだけれど、私の姿は本来このようなものではないのですが、申し訳ありません。今はこの凡庸な姿しかお見せできないようです。That's definitely not a 召喚 servant. に応じて参りました。キャスターのサーバントです。神名を名乗りたくなるのですが、is Casta? 口にしようとするとこうなってしまいまして。不協和音。でも
あなたの名前なのにどうしてそんなことが？私の名前は This 商 is 標登 Kasta? 録されていて、すで Really? にその権利はこの手を離れているのです。 Trademark 申し訳あり copyrighted ません owned by someone マスター。 else. その呼び方は慣れないから、よければロビンと呼んでくれないかしら。では Her name has been copyrighted. あなたを失望させてしまう Me の no は understand. 心苦しいのですが、私は所詮夢追いの時代に活躍した今や忘れ去られた役者に過ぎません。目にも止まらぬ新陳代謝を繰り返すエンタメ産業の中で剥がれ落ちた赤のような存在です。もちろん輝いていた時期もありました。私が誰か、古紙の山に埋もれた昔の雑誌をめくれば答えが見つかるかもしれませんね。かつては永遠の銀幕の霊人、シペが落とした金の音符などと呼ばれていました。他にも様々な肩書きを持っていましたが、 Archer, デ Lancer, ビューしてからは自分の名 Assassin, は Caster. 私のものではなくなりました。 So what about それ Rider は and 死んだ後も Berserker? 同じこと。たとえ墓から掘り起こされ新しい世界でかつての古びた舞台に再び上がったとしても、自分の名を語ることはできません。少しでも口にすれば不協和音にかき消されてしまうのです。 Lady でもそ Chill. れは私の紛れもなく私の名前なのです。 Lady Chill. すみません。大丈夫よ。それで心が落ち着くのなら何でも話してちょうだい。その気持ちはよくわかるわ。私も時々感情を抑えきれなくなることがあるもの。でも舞台の上でスポットライトを浴びている時、演者である私たちは無理をしてでも平静を保つしかないのよね。ところで名前が使えないのなら何とお呼びすればいいかしら。 Caster? 聖杯によって与えられたクラス名キャスターはいかがでしょう？ Yeah, Caster. いいえ、そういうのはあまり好きではないの。与えられた名前ではなく、あなたが自分で選んだ名前がいいわ。 Apparently, Robin doesn't understand the assignment, unfortunately. Anyway, ロビンさん、ありがとうございます。でしたらしばらくの間ノーツガールとお呼びください。生きていた頃はこうも感情的になったことはなかった気がします。おそらく欠けた霊気が性格に何かしらの影響を与えたのでしょう。神明も宝具もなく、残されたのは滑稽な演技の才能だけですが、微力ながらあなたのため、そして私自身のために最善を尽くすつもりです。共に聖杯に願いを叶えてもらうチャンスを勝ち取りましょう。 okay. No true name, no noble phantasm. Does that make her a pseudo servant? Because I believe in no, not in Fate Stay Night, but I believe it's in Fate Grand Order. Pseudo servant exists. So does that mean make her that she's one of them pseudo servants? And speaking of Fate Grand Order, right? You know what I do kind of wish? I do kind of wish to see some servants in, or should I say some characters from Fate Grand Order in a collaboration or some kind, such as the likes of Musashi, Morgan, Jean Alter, Raiko, Tomoe, and a lot more. But the ones that come into mind are Musashi, Morgan, Raiko,
Gene Alter, and Tomoe. Tomoe Gozen, by the way. あなたは勝ちたいのね。でも私が思うに、この戦争における唯一の勝利は戦争そのものをなくすことにあるんじゃないかしら。それは武器ではできないこと、歌があって初めてできることだと思うの。 And I just remember one more. Skaha. 人々は戦争をなくそうと努めたものよりも戦争に勝利したものしか覚えていないのが世の悲しい常ですが、しかしいずれにせよ舞台の公演は主演一人だけでは成り立たないのと同じように、戦争をなくすにも勝利をつかむにも盟友が必要です。ええ、私もちょうどそのことを考えていたわ。現状聖杯戦争の参加者には少なくとも2人信頼できる友人がいるの。その一人に情報交換をしようとメッセージを送っておいたわ。ピノコニー、雲のように空を漂う街。勝手に口の中に飛び込んでくるアイスクリームと綿あめ。本当に不思議な場所です。マスターの言う通り、ここは夢に浸っている世界なのですね。しかしこのドリームリーフという地に足を踏み入れてから、ピノコニーは確かに聖杯が選びそうな世界だと納得しました。 It feels surreal to see paid characters in another game, man. And I believe it's been like what, 3-4 years since the very last time I played Fragrant Order, because ever since I kind of lost my Fragrant Order account 3-4 years ago, I wasn't able to have the opportunity to check out the new stuff in Fragrant Order. But when I had a look at the character designs in Fragrant Order, as of lately, right, a lot of the character designs don't grab me at all. Excluding the summer character, because of course summer characters, they have to go all in, full send, whatever you want to call it. But other than the summer characters, right, majority of the characters designs, I had to look at them, I was like, what in the blue hell am I even looking at? Because most of the characters, they don't grab me at all. I have a gut feeling that I'm just amazed that that game, right, after like what, 10, has been ongoing for about like what, 10, 11-ish years? As long as Grand Blue Fantasy, it's that long for a mobile game. Even though the popularity of that game has declined ever since the release of I was about to say Grand Blue. Genshin, ever since the release of Genshin, right, the popularity of Fragrant Order has been drastically declining. But still, it still holds up to this day because that game still has its own fan base, which I find it amusing. I'm just curious how long that game is going to last. Because in terms of character design, majority of them, they don't grab me at all. I'll be very frank with you. And speaking of which, right, here's one thing I do know as of the current situation of Fragrant Order. The Shielder, Mashu Kirie, right? Apparently she got an upgrade from a 4-star to a 5-star character. But that's the only thing I know, because apparently it's story related or something like that. I'm not really sure, but and apparently she got a redesign as well, as a matter of fact. So it's kind of nice that after all these years, Mashu finally gets a buff and she becomes a 5-star character, which is kind of nice. Anyway, let's keep going. どんなに豪奢な宮殿にも人目のつかない片隅には埃が積もるものです。
そこには忘れ去られた人々の満たされていない無数の願いがひしめいている。だからこそ聖杯はここに降臨したのでしょう。ドリームリーフの存在がピノコニーは夢の地ではなく現実の誇張された投影に過ぎないことを証明しています。その話はまたにして、とりあえずご飯にしよう。セイバーのお腹の音を聞いてたらこっちまでお腹空いてきた。ですがサーバントとして限界する際はその世界の通貨を持たないのです。マスター、手持ちは大丈夫でしょうか？ Man, hearing Saber just utter the words master really brings a lot of nostalgia, man. I mean, it's been a while since the last the Fate Stay Night movie. But then again, I'm pretty sure Ufotable is pretty much done with the Fate Stay Night series. Because the very last Fate Stay Night franchise that Ufotable has touched was the Heaven's Field trilogy. And like I said, it's arguably one of the best anime trilogy I've ever watched in my entire freaking life. Even though that movie mainly focuses on Sakura, it's still a very good movie. And I really like the Ufotable's adaptation of the Heaven's Field. Because Heaven's Field is one of the darkest routes in the Fate Stay Night story. And it's one of my favorite routes as a matter of fact. Among the Saber route, the Unlimited Blade Works route, which mainly focuses on Rain, and the Heaven's Field route, which focuses on Sakura. Anyway. それはよかった。このご恩には必ずや輝かしい勝利で報いると誓いましょう。見えてきた、セイバー。あそこが無教ファストフード店だ。未知の世界の食堂、どのような食に出会えるのでしょう。いらっしゃいませ。ご注文はどうしますか？あら、我らがスター・オブ・ザ・フェスティバルじゃない。あなたも聖杯戦争に参加してるのよね。Yep. もう2までってどういう意味？ドリームリーフって情報が早いのよ。お隣のそちらが召喚した英霊ね。ねえ英霊さん、あなたもピノコニーの歴史上の人物なのよね。一体誰なのかしら？申し訳ありません。聖杯戦争において神明は極めて重要な情報のため教えることはできないのです。Yep, just like in the original 大事なレシピを source. 秘密にしておくのと一緒ね。Yep, in a way, yes. こちらのお店の看板料理は何でしょうか？ドリームリーフが初めてなら転換手羽バーガーをおすすめするわ。他ではまず食べられない美味しさよ。Halovian wing burger, right? うちのパンとその他の食べ物はすべて純粋な有機記憶域農地で作られた原料を使ってるわ。それらが育つ土壌には有害な感情が含まれていなくて。ありがとうございます。ではその転換手羽バーガーを。よし、100個くれ。あええ、かしこまって100個？本当に？I am positive. 今の彼女には何よりもエネルギーの補給が必要だから。量も量だから少し時間をいただくわね。ちょっと待っててちょうだい。I hope that そういえばセーバーは聖杯に何を願うつもり？ a restoration of her 勝利をつかむことができたなら、私は restore her kingdom or something like この話は後 that. にしましょう。マスター、サーバントが近づいてきています。転換手羽バーガーを2つ
それから数査水を2本。ノーツガールさん、これでいいかしら。ええ、ですが落ち着いて食事を楽しめそうにはありません。すぐそこにサーバントがいます。Yep. Whoa, activating combat mode already? お久しぶりね。ノーツガールさん、こちらが先ほど話した信頼できる友人よ。Yep, stand down. マスターのご友人でしたか。Anyway. Robin's behind me, so. 店主さん、こちらのお二人のお題は私が持つわ。それから静かに食事ができるよう手配をお願いできないかしら。お礼にチップは弾ませてもらうから。ええ、料理を持っていくとき以外邪魔が入らないようにしておくわ。そちらのサーバントさん、少し殺気を収めてはいかがでしょう。いつまでも剣に手をかけているとなると、こちらもロビンさんを守るために相応の行動を取らなければなりません。我々は今聖杯戦争中です。あなたたちがマスターに敵意を持たないと確信できるまで、この手を剣から離すつもりはありません。Let's just try to get along first. お話中ごめんなさいね。ご注文の料理をお持ちしたわ。喧嘩するならお腹いっぱい食べてからでも遅くないでしょ。とりあえず食事にしよう。賛成です。こんなに注文していたのRobin must be お腹いっ shocked. ぱいになって二人とも落ち着いたみたい。やっぱり食事の席は話し合いの場にぴったりね。Thank you so much for treating us to the Halloween wing burger, Robin. 気にしないで。空腹が満たされた人の幸せそうな笑顔を見るのが大好きなだけだから。それにしてもあなたのサーバントって食欲旺盛なのね。セイバーさん、ピノコニーの歴史上にあなたのような人がいた覚えはありません。それもそうでしょう。私はピノコニーの人物ではありませんから。Yep. もっと言うと、あなたたちがいる世界の歴史にも存在しません。お話の意味がよく見えないのだけれど。私は別の世界に存在した王国、ブリテンを治めていた騎士王です。ピノコニーの歴史には存在しません。Yep. そのため本来であれば、この地の聖杯戦争に召喚されるはずはなかったのですが。Yep. しかし今回の聖杯戦争には、少なくとももう一機、私と同じ世界から来た英霊がいます。Which is Lanza, which we 初歩 encountered 的 earlier な on. 質問で申し訳ないのだけれど、あなたたち英霊は一体何者なのかしら。本当に歴史上の偉人が亡くなった後の魂なの？英霊とは歴史に名を刻んだものです。そうひとまず解釈していただいて構いません。聖杯の召喚に応じ、英霊は魔力で構成された肉体で限界します。また生前の逸話をもとに再現された切り札、宝具を所有します。I can give you a very good, a few examples. Miyamoto Musashi, Merlin, Jean Diac, Edmond Dantes, and one more I will. The only other thing that comes into me is Tomoe Gozen for some unknown freaking reason, but yeah. Majority of the servants that
appear as a playable character in Flagrant Order are pretty much historical figures based on real life characters, from what I understand. 魔力と宝具とは何なのかしら。そのようなものが本当にこの世界に？ Yes, they exist. 神秘が極めて希薄な場所のようです。私の知っている魔術も大半が力を発揮しないでしょう。ですので今回の聖杯戦争はこれまでのものと大きく異なっています。私の体を構成しているものは魔力ではなく別の基礎的な要素のようです。それからそちらのノーツガールさんはキャスターとして私よりも現状を把握しているのではないですか？生前の私は偉人とは程遠い人物でした。英霊として召喚されたことに私も驚きを隠せません。セイバーさんのように頼もしくもなければ自分の神明さえも失っています。私のような力のないサーバントがマスターのために一体何ができるというのでしょう。ノーツガールさんだとしても英霊として聖杯に召喚された以上、あなたは自分の物語を歴史に刻んだことを意味します。それに聖杯戦争において英霊の力は勝利を目指す上での絶対条件ではありません。ええ、その通りだと思うわ。以前兄様がこのように話していたことがあるの。ピノコニーに伝説はあれど英雄はいないと。兄様からするとピノコニーの歴史に名を残す偉人も伝説に登場する英雄もその姿は後世の人々が脚色したものに過ぎないそうよ。それらはショーウィンドウに飾られた退屈を紛らわすための商品で、夢でさえリアリティショーの景品になり得てしまう。けれど今この瞬間、他の世界から来たセイバーさんも過去から来たノーツガールさんもちゃんとここに存在している。決して誰かに脚色された商品ではないわ。マスター、慰めてくださってありがとうございます。ですが神明が封印されている以上、セイバーさんはおろか他の敵からあなたを守ることすら難しい状況。夢を叶えるとなればなおさらです。私はオーク家に残された唯一の指導者であり調和の調律師よ。あなたが思うほど脆くないわ。それに今さら聖杯に託すような願いなんて持っていないの。マスター、一体何を言っているのです？聖杯に託す願いがないならなぜ霊樹を受け入れ召喚人を使って私を呼んだのでしょうか。私も最初は半信半疑で参加を決めたの。この胸にある漠然とした願いを叶えられるんじゃないかと思って。かつて兄様は自分の願いのために強大な力を呼び寄せ、ピノコニーを眠りの中の理想郷に仕立て上げようとしたわ。でもそれは失敗し、贖罪の道を歩むことになった。In reference to the story quest back in version 2.2, あの儀式がもたらした影響は今もピノコニーの人々の心の片隅に残っている。できることなら聖杯の力でそういった方たちの傷を癒し、兄様が犯した過ちを償いたかったの。でもその考えは間違っていたみたい。ノーツガールさんを限界させた聖杯には何かしらの力がある。そんな得体の知れないものに漠然とした願いを託すのは危険極まりないことだわ。誰のためであろうと私の願いは独りよがりなものよ。
それは兄様が願っていたことと何も変わらない。ごめんなさい、ノーツガールさん。あなたを召喚した瞬間、私は理解したの。自分が行おうとしていることの意味をね。ピノコニーの人々はエナの夢に救いを求めるほど弱くないし、私ももちろん聖杯に願いを託すべきじゃないと考えている。それよりも今はオーディさんが聖杯を利用して何をしようとしているかの方が気がかりなの。この聖杯戦争に不審な点が多いのは間違いありません。私のいた世界では聖杯戦争はもともと魔術師たちの儀式でした。その神秘性を保ってこそ奇跡を起こす力が生まれます。しかしあのオーディさんは主催者でありながら儀式を大々的に喧伝した。このように神秘性のかけらもない儀式は本来成立しないはずです。Something これ fishy ま is で definitely 幾度 going か聖 on. 杯戦争を経験してきましたが、今回のようなものは見たことがありません。ですから慎重を期すべきかと。マスターはどのように考えますか？Whoever chooses the second option is definitely for content purposes. But I am not such person. Let's just be real and unite everybody. ええ、そうね。私の知るオーディさんなら何があってもこういったイベントを中止しないでしょう。ええ、だからできるだけ多くの参加者を集めて同盟を結びたいの。この聖杯戦争の本当の目的、そして聖杯の力の本質がわかるまで安易に願い事をしないようにね。オーク家の後継者は実に優秀なようです。ですがその同盟計画はいささか考えが甘いかと。聖杯戦争に参加している以上、きっと誰しも叶えたい願いを持っているはず。また最後の勝者が決まる前に、あなたの信頼する友人とそちらのセイバーさんが私たちに刃を向けないという保証もありません。That's the nature of the Holy Grail War after all. とはいえ今はひとまず指示に従いましょう。無論他のサーバントと交渉している間に状況が変化するようであれば話は別ですが。 Okay. ブートヒルからメッセージずいぶんなかったらしいな。 I believe Boothill 7 is Lansam. 一斉送信みたいね。Well, let's read the message. Too damn long. Oh my gosh, so freaking long. Ahem. To my dearest masters, greetings to you all. I am Boothill, the Galaxy Ranger. As the evening breeze of Asdana carries with it tender whispers of approaching summer, I humbly pray that your noble selves remain in radiant health, untouched by the vexation of seasonal alignments, so as not to miss the splendor of this midsummer's enchanting beauty. Though but a humble fugitive, it is my profound honor to stand alongside your esteemed selves in the pursuit of the Holy Grail. As such, with a heart brimming with reverence and gratitude, I extend to you a most earned invitation to grace Clock Studio Theme Park with your presence. There I shall humbly offer a modest feast of wine and fare in your esteemed company. In this season of summer's retreat, Clock Studio Theme Park has transformed into a realm of poetic wonder, a paradise on earth that promises to etch unforgettable memories upon your hearts. Should you deign to accept my invitation, I would be overjoyed beyond measure.
I shall eagerly await your reply. May this humble gathering serve as a cherished testament to the bond we share, and may it bestow upon you a moment of delight and respite amidst your noblest endeavors. With the highest regards and the deepest wishes, here's to you. Salutations from yours humbly, Bootil. このメッセージ、本当にブートヒルさんからかしら。 Doesn't, but it doesn't sound like him after all, to be very real. 内容はともかく、ブートヒルさんはそもそも文字を打つのにあまり慣れていなかったと思うの。ましてや、こういった格式ばった文章となると。Exactly. どうやら殺し合いはもう始まっているようですね。The mutual slaughter has begun. 戦争の幕開に過ぎないのですね。そのブートヒルさんも、もしかするとすでにやられているかもしれません。いいえ、彼は腕の立つ方だから、こんなに早く負けるなんてありえないわ。きっと誰かが彼のスマホを使って私たちをクラークフィルムランドに誘い込もうとしているんじゃないかしら。それにしても随分と丁寧な招待状ですね。誘われたのであれば応じるのが礼儀というものでしょう。ええ、私もそう思うわ。それに今行けばブートヒルさんを助けられるかもしれない。どうかしら。To be honest, I'm a bit on edge. 心配無用です、マスター。何があろうと私が必ずお守りします。十中八九相手は罠を張っているでしょう。しかしそのリスクを負ってでも救援に向かわなければ、我々は二人の盟友を失い、以降の戦いが不利になる恐れがあります。Here's the point. 早速行こう。Right. Then to Clock Studios theme park, we shall be at. たく、待ち合わせ場所はここで合ってるよな。あいつどこほっつき歩いてやがるんだ。いや、なんか妙だ。まさか俺らが来る前に誰かにやられちまったなんてことはねえよな。Nah, is this you? 率直に言って、あのセイバーをたやすく倒せる実力者がここにいるなら、私たちでは太刀打ちできないだろう。ひょっとしたらカンパニーの人間が一緒にいるのを不審がってるんじゃないかな。それで物陰に隠れてこちらの様子を伺ってるとか。なんだ、君たちはかつて敵同士だったのか。昨日の敵は今日の友だってこともある。そうだろカーボーイ。カンパニーの人間はともかく、一緒に視線をくぐり抜けてきた俺のことは信じてくれたっていいだろ。こっちは何も企んじゃいねえ。そろそろ顔を見せたらどうだ。協力の話をしよう。声を張っても無駄だろう。ここに来るまでにいくつか可能性を考えはしたけど、どうやら最悪なのが当たってしまったようだ。The most ridiculous of them all. どこぞのラブリーがこの巡回レンジャーを騙そうとしてるってわけか。おい、愛に飢えたベイビーたち、耳の穴かっぽじってよーく聞きやがれ。あんたらが何者で何を企んでるかは知らねえが、逃げられやしねえぜ。さっさと姿を見せたらどうだ。生まれ変わった時にもっと早く出てればよかったって後悔する前にな。聞いたか？出ていかないと生まれ変わった時に後悔するらしい。This dog barking さすがは scumbag カンパニーに高額な懸賞金をかけられた指名手配犯だ。口を開くなり悪人オーラ全開だな。恐怖のあまり内臓まで震えてしまった。ん？お前の隣にいるのは銃の赤心の
アベンチュリンさん、なぜカンパニーの重役がそんな指名手配犯なんかと一緒に？ You have a problem もし with that? そこのカーボーイの人質になっているのなら、瞬きで合図してくれ。それともまさか二人は友人なのか？カンパニーの重役が指名手配犯と結託。アサシン、この素晴らしいシーンをしっかり撮っておいてくれ。君のサーバントはミスター・レック。いや、よく見ると雰囲気が少し違う。おい、レックの隣にいるやつ、カンパニーの制服を着てるが、知り合いか？僕の顔を知ってる社員はツガンニアの砂漠の砂よりも多いんだ。彼が誰なのか知ってるわけもないだろう。Yikes。たとえ銃の赤心の一人であっても怖くはないぞ。戦略投資部がいくら偉かろうと、うちの部門をどうこうできるわけないからな。聖杯を勝ち取ったら全員私の言いなりになってもらう。ひざまずいて誰もが私に許しを請うんだ。それから犬と豚の鳴き声を、いやカエルの鳴き声を真似させよう。Oh, please. 聖杯を使って鳴き声の真似をさせるとは、なんともったいない。ところで、オーディさんは君の部門にも招待状を送ったのかい？ピノコニーに派遣されたその部門の社員はごくわずかだったはずだけど、もしかして君は…おお、私の名前を聞いたことがあるのか？いや、ただの一般社員の名前をさすがに覚えてはいないよ。お高く止まっている重役たちは底辺社員を気にかけたことなど一度もないのだろうな。たった一つの指示で私を泉州という野蛮な地に飛ばしたと思ったら、今度はピノコニーと来た。最初はいい仕事だと思ったが、まさか下を向いてピピ詩人たちとの商談に明け暮れることになるとは。おかげで首の痛みも悪化してしまった。And you deserve it. だがそれらもすべて過去となる。アベンチュリン？はあ、この私が代わりに新しい銃の赤心になろう。How about I whoop your ass instead? お前の宝具で私に勝利を捧げてくれ、アサシン。ようやくこいつのサーバントとやり合えるってわけか。あじゃあ戦闘準備だ。なぜそうも危機としている？撮影は始まった。役者たちを位置についてくれ。さあカメラを回してあの時代に戻ろう。ザ・サイレント・ホラー・ショー、アクション。Huh? Wait, this season's spirit form? He just vanished right before our eyes. This servant's presence concealment is more disturbing than I imagined. Wait. What? Where's your voice? Hey yo, Woodhill, language! Language! And also, right, is this a reference to the missing voice, the missing English voices for the past few months due to the SAG-AFTRA strike?
broke the fourth wall! その顔が見たかった。私にもてあそばれる。その This game just broke the damn fourth wall! Well played! Well done, Honkai Star Rail. Well freaking done! この私が主役だからだ。お前らのような脇役とはわけが違う。Ah, shut the hell up, you dog bucking piece of shit. 耳をつんざく悲鳴を早く聞きたい。I'm gonna move your ass so hard you're gonna oink like a freaking pig. 忘れていた。アサシンのホームの中では誰も悲鳴を上げることなどできなかったな。A moment later, the cowboy's friends arrive. But oh no! Even Saber and Robin. It's unusually quiet. No sign of Mr. Boothill or the enemy who lured us here. Be on guard for any black luxury speedster. Saber's the knight who gives her all to. Let's go with be on guard for any black luxury speedster. I'll protect everyone to the best of my ability. Please don't stray too far from me, but with the enemy in the shadow and us out in the open, even the greatest caution can't guarantee our safety. In a wide open area like this, if the enemy sends archers to attack from range, we'll lose the initiative and be at a serious disadvantage. Yeah, this entire segment is basically a reference to, I believe it was ever since 2.4, I believe it was since 2.4, right? Where the SAG-AFTRA strike happened for the voice acting industry, and has been ongoing until like what? It ended like what, a few days, weeks ago. In this world history, is it possible for a non-primate to become a heroic spirit? Say a billboard or maybe a TV? I doubt that happens, right? No, I don't think that's gonna happen. If it were an Intellitron, that's at least plausible, but a billboard, a TV, then what's that thing up ahead? A TV appearing out of nowhere turns its polished red to the crowd. So wait. Let's stay back and observe for now. This is a decoy. The real enemy is probably looking nearby, waiting for us to take the bait. We should stay clear of this trap. Stay away from the shady TV. Yeah. Stay away from the shady TV. Got it. The frigid force drags you violently back to where you started, and then the voice you know all too well murmurs by your ears. このスコートのテリトリーに入った以上、そう簡単に逃げられると思わないことだ。Why does it sound like a dog barking? Bionic voice impressions. Unbelievable! Scott's really made a name for himself. Even the acclaimed Robin knows who he is. Alright, I'm the one who told her. Can't the guy share a few wild travel stories with his friends every now and then?
The brief silence that lingered between you was enough to convey everyone's applause. See? Always so hasty. The battered TV wobbles, buzzing with static noise, but alas, this is a silent film. You can't hear a single crackle of the snowflakes. The particular test with no voice dubbing shouldn't waste on this. So, activating combat mode. The Silent Stage, Act 1. Midnight Chainsaw Rhapsody. Director's Cut OST. You all wake in Seer Chamber, the TV static crackers single. Separated from your servant, you run into another pair of familiar enemies. As for your cowboy and Strauss's companion, vanish without a trace. Why are you here? Court sent a scam text to Mr. Boothill in your name, and you know how that goes. Let me think. How will he bug this time? Forget that third-rate nobody. What I really want to know is, where did he send our servants? Splitting up in a horror movie? That's a death flag. Let's figure out what we're dealing with here. That monster in the room sure is an eyesore. Nameless corpse lies before you. Don't ask why it's still twitching. More importantly, you find no clues on it, but I've got a little hint for you all. You are employees of the Inter-Astral Peace Corporation. To reward your outstanding performance this year, the IPC has organized a special vacation at the hotel. But when you arrive, the hotel is completely empty. As midnight strikes, its true nature is revealed. This is already the 5th room. Hey, can you hear me? What a bunch of troublesome fools. I can't believe that even you fell for the Archer. Just so we're clear, I was against this from the start, but those two blockheads insisted on investigating. Now it's 3 blockheads, masters of an otherworldly Holy Grail war, and not a hint of caution among them. That's how I ended up with thrown lines. It's a little hateful to say all that. Listen carefully. This Holy Grail war is strange indeed. It's my fault. I failed as a servant. I should have kept my master away from this trap. Over here. Master, I saw your subtitles. What the heck? Hold on. If I were the enemy, I disguise myself as a master and wait just behind the door for the perfect ambush. Archer, listen to my voice. It's obviously me, right? Sorry, this is a silent film. All I see is a line of subtitles under the door with the name Aventurine slapped on it. If you want to prove you are really my master, you'll have to spill 10 humiliating secrets that only my real master would know. What the hell? Hey yo, what the hell? You really don't know who I am? Will this ever end? This is a horror film, people. Background characters start acting scared. This place was once an IPC prison where criminals were banished. Its daily trials ensured non-escape. Now the inmates have passed, leaving only bloodthirsty vegetable spirits. I wanted to ask you, since this is your first time, why target the IPC workers? Back when this was still a prison, the IPC scoundrel turned it into a living hell. What the audience loved most? Watching those criminals suffer. So off someone's leg and the door unlocks automatically. But if nothing happens after a system hour, boom! The room explodes. You, the guests, will also go up in flames.
The room you can't leave unless you do a particular thing. It's one of the classic tropes from Penacony's vintage horror flicks. I'm a little off per topic. No wonder the scenes feel so awkwardly shoved in. Now it all makes sense. Randomly cobbling together old school horror tropes? Yeah, not exactly groundbreaking. Take that sawing off someone's leg bit. Originally, the protagonist was restrained by pharaoh fruit shackles and had no choice but to cut their own leg off. But here, it's just a lazy copy-paste. Revealing your true name on purpose? Let me guess. Just part of your dramatic flair, huh? アサシンバカかお前はなぜ神名をばらした英霊にとってそれは弱点のはずだろう I've only heard of Cloak Studios. You finally met a kindred spirit and I don't get any fan benefit? Hey yo, what the hell? Emiya, chill. Oi! Don't dance with you. Don't let him pull us along. The more chaos he sows, the calmer we have to be. What class are you, bomber? You already figured out the real answer, didn't you? A sealed room. A bomb about to go off. It sounds dramatic, but... But what, Saber? Would it be easier to just cut the door down? Please take 2 steps back. Alright, Saber. Do your thing. I don't know what the assassin plans to do next, but it's still dangerous here. Using brute force in a horror film, heroic spirits from another world clearly have no sense of art. Yeah, whatever. A blonde beauty like you, shouldn't you be screaming for help and waiting for the hero to save the day? If it's any other woman, sure. But this is Saber we're talking about here, so that logic does not apply. Protagonists take the stage.
逃げようとしたって無駄だぞ。主役である私がお前たちを見逃すと思うか？ Please let me whoop your ass already. 私はこのホラー映画の主役だ。当然この手でお前らを八つ咲きにする義務がある。見ろ、私のチェンソー。アサシンの力のおかげでこの毒の塗られたチェンソーは必殺級の斬撃を瞬時に3回も放てる。チェンソーが2本だ。計6回だ。私の危険チェンソー返しの前でたとえ羽を生やしたところで逃げられはしない。私はまだ。 You done flipping your gums already, you dog bucking. Come back. So this is the power of heroic spirit from another world. Penacony is just a backwater speck with 10 amber eras. With no legend or history, of course we pale in comparison to true heroes. I mean, I wish I had SABER in my account, but nope, I didn't pull for her yet. Okay. Rachel, does enemy look like they're running from you? After a brief pause, you exchange the information you gathered with one another. Woodhill, Robin, and Miss Note are also missing. Scott and his servant could strike again at any time. So they're giving us time to breathe, huh? Guess they're feeling confident about their trump card. Archer's Master, you seem very familiar with films. What do you know about this Grady? I just put my controller right over here. I've only heard the name before. The guy was some terrible director back in Penacony's early days. He cranked out a ton of cheap horror silent films and was a master of interesting commercial gimmicks. But people in Penacony forgot about his name ages ago. I only found the film he used to trap us through sheer luck. Picked it up at an insolent junk market. And why is that, SABER? As heroic spirits who left a mark in history, our legends usually hint at our greatest weakness. Like that one warrior who bathed in the river of the underworld and became invisible except for his heel. I was hoping you know something about that person's past, but turns out he's just some washed up no-name that even you folks have not heard about. Damn, girl. It's right in with Mr. Scott, doesn't it? Pair of nobodies with shady tricks up their sleeves. Still, I've got this feeling, even if they got the upper hand now, they got no real way to finish us. Tricksters never pack much of a punch anyway. He was a film director in life. That means he's not gonna suddenly become a powerhouse after turning into a heroic spirit. His noble phantasm proves it. He built it off one of his old horror flicks, basically a reality marvel. Though it's a rare ability, it feels more like a trap, one that only ensnares its victims. But if the trap can't hurt the prey, then it's the hunter who will be in trouble. Now he's got 3 servants in his stomach.
while the strongest fortresses always fall from the inside. You really do have the mind of a leader, always so sharp on reading the situation. I better pull my weight too. He might not have an obvious weak spot, but if he can find Assassin's true body and let my arrows give him a proper haircut, that really marvel of his foot no longer exists. As for this time, I got no interest in the Holy Grail. My boss is more concerned about what old OT has up on his sleeve. Oh, you mean Jade? Okay, sure. If you're willing, maybe we can actually work together this time. Deal. We saw the exit on the way in. Let's head that way while we still can. Find a way to leave here, okay? So we keep going straight? What the? An endless corridor. A layout completely different from before. What an annoying bounded view. If can pretty grady zone. Yeah, it blinked again. Oh, never mind. Feels like we just look back to where we started. If we don't find some kind of countermeasure, we could stuck running in circles forever. Master, why not leave some of your chips and dice behind as markers? Well, that's a very good... Well, that's an interesting take. You don't need to remind me of that. I already tried it, but didn't expect Grady to be such a greedy money grubber. I assume that plan didn't work. Hey, don't go throwing shade, extra boy. I was just cleaning up the set as usual. Gotta make sure random props don't ruin the scene. The next scene is all about IPC employees trapped in a haunted hallway and cursed to suffer forever. Nowhere to escape, and no one will ever come to help. In here, any struggle is just wasted effort. Is Robin singing? Grady, looks like you forgot that you didn't only trap us in your novel phantasm. That's what you get for cutting the budget, Grady. While you're busy writing, directing, and starring as yourself, Miss Robin already found the way on the other side of the set. Okay. So what's next? Everyone, follow the music. Then the music we shall follow. Producer, you useless piece of junk. I sent you to ambush two mere low track characters. How did you still mess up? And this music, why can't my noble phantasm suppress it? Looks like you've been dead for too long. Forgot your own trade, huh? Even in the silent film era, movies had soundtracks. Uh-oh. A gentle force of harmony flows through the tight space. At its heart, two singers light the way for the lost. But at the same time, evil spirits approach them, determined to shed and consume these visitors from beyond the sky. Don't use the command spell unless we have to.
Miss No grabs the attacking monster and viciously smashes their head into the floor. Okay. Well, that's... honestly, that might be the first R-rated scene in this whole movie. You start to wonder if Robin actually summoned a berserker. Please. The only berserker that really gives out that vibe is Hercules from Fate Stay Night. Come to think of it, right? Quite a lot of berserker class servants in Fragrant Order are pretty decent looking, I would say this. Hold on, I know a fair few. Raiko is one of them. Morgan is also a fine looking berserker. And then there's let's not count the summer version of the servants. You're all okay, thank goodness. I mean, as a caster, your combat style was quite a surprise. Because normally casters are normally support type characters in Fragrant Order. Normally. Hold on, let me look for... An archer dual wielding sword isn't qualified to talk about this. Ow, that rose from SABER. Yikes. Hold on, let me have a good look at the entire list of Berserker class characters. Let's see. There's Heracles or Hercules. I'm supposed to pronounce this Heracles. I'll just mention the 5-star ones. Heracles is 4-star, by the way. Sakata Kintoki, the first 5-star Berserker, limited. And then we have Vlad 3 from Apocrypha. 5-star. Nightingale. Who Alter, one of the best 5-star Berserker. Minamoto no Raiko, which I mentioned earlier. Mysterious Heroine X Alter. Hijikata Toshizo. Let's go down the list. Xiang Yu. Arjuna Alter. I'm not gonna mention the summer exclusive servants. But if you guys want to know, it's Musashi, Berserker class. And then we have Morgan. And then Summer Ibuki Doji. Senorikyu. This is where things starts to get... the character starts to get a little less interesting. Scratch that. There's Atoria Caster, Berserker class. Yeah, that's pretty much it. Oh wait, one more. There's Lilith and Lohi, which I have no idea who they are. But yeah, like I said, okay, what does this dog barking piece of shit wants? グレイディ、これが私にくれるというより強い力か。
The surviving protagonist finally reaches the heart of the hotel. The evil spirit appears through the screen. Then Lyndon Scott. You become a legend of evil spirits, a horror icon etched in movie history. 私の失った全てを1000倍にして返してもらうぞ。 Honestly, the way this guy keeps coming for you, even the wildest British hounds would call it obsessive. Master, what did you do to him? Wait. Master! Just some private disagreements. 個人的な恨み？お前のせいで動物の鳴き真似をなんとさせられた。降格もしたし、出向もさせられて、悲惨な人生を歩むことになったんだぞ。それを個人的な恨みの一言でまとめるというのか？ And you deserve every single moment of it, you dog barking son piece of shit. You deserve every single moment of it. 力がみなぎってくる。体が分裂していくぞ。スカウトが一人、二人、三人。ああ、後頭部がかゆい。二人の私が引っかかってしまったようだ。Say your entrance line. 凡人ども、恐れおののけ。影の中、夢の中、そしてお前の後ろ。私はどこにでもいる。狼の群れの主。洗面層のスコートが全てを引き裂こう。 Huh? Really? 'Firefly, you may do the honors. Well, I'll just be over here and watch the show. Oh dear. Oh dear, Lingsha is down, but it... Wow, Lingsha is down. Wow, this guy took out Lingsha. What the hell? Sheesh. Even with Castori's skill in effect, right? He still took down Lingsha. Like, what the hell? 真の一匹狼は単独行動をするものだ。集まるだけではただの烏合の衆と変わらない。お前ずっと後ろに隠れていただろう。この卑怯者が。お前なんかよりも私のまつげの方がよっぽど役立つ。 The squad start bickering and tossing blame around. What a scene! Fighting someone like this? There's no honor in it. グレイディ、聖杯が欲しくないのか？今すぐシナリオを書き直してセットを変えろ。奴らを叩き潰せる力をよこすんだ。本物の悪魔のようにこの手で握りつぶしてやる。 Isn't it about time I get to try out SABER in these story quests already? I mean, it would be nice if we get to try out SABER in these story quests. To be very real. Even though the game has already given us the opportunity to try out SABER and Archer in the
in their character trial. Great minds think alike. おい、グレイディ、裏切るつもりじゃないよな。私はお前のマスターだってことを忘れるなよ。私がレイジを使えばお前なんか。And now, Scott rebits like a frog. Trying to dominate me in my set with just 3 command spells? Mr. Scott, consider yourself fired! I tried to pull a Vince McMahon, but my voice just doesn't fit. The way how Vince says, fired! Nah, I tried, okay, I tried, but it doesn't I don't really do a good impression. Sorry. And yes, I do watch wrestling, by the way. Did we just leave his reality marble? Each night, the Clockland revealed its unknown side. As the protagonist, you open your eyes and find yourself trapped in a nightmare with no exit. And now, a terrifying enemy is standing right beside you! Knowing we are allies, you still go out of your way to stir up trouble and sow discord? Mr. Archer, you don't strike me as someone married to a contract. Wouldn't it be smart to take this split-up operation and eliminate a rival for your master? I might give it a thought. Don't let him get repeat Saber. Should I kill him? I turned that question over 12 times before you woke up. If I had decided to act, you wouldn't even get a chance to open your eyes. Too bad. I thought you were smarter than this. Guess you have to suffer for it. The wicked watchmaker brought from hell evil spirits that wield different curses disguised as harmless amusement park mascots. They drag victims into sleep and torture their souls for eternity. Excuse me. I'm the director at Clock Studios. Do you own the rights to our Clocky? Don't worry, Mr. Otis' PR team will handle it. I used to dream of turning Clock Studio theme park into my own nightmare park. Who knew I get my wish this way? It's even more satisfying than biting into a triple stuffed Stargazer's pie. Soak it in there, character. Until you become toys for the evil spirits! If you're just gonna stand there, I might take Assassin's advice and write you out early. Come on, according to the great director, it's time for us to be tortured by the evil spirits. So let's find your lost friend. That person up ahead, is that Miss Note? Whoa! What is she doing? First it was the copyright of your song, then your image, and finally your name. They found a younger, prettier girl, slapped the name on her, and put her on stage. And you'll die in despair in the desert of Dreamscape. I'll devour your body piece by piece, and even that fake name Miss Note will be mine. That's not copyright, that's monopolization. Finally, and right on cue, let your friends get a good look at how far you've fallen. Don't be so quick to charge in, Red Handsome. I might look frail, but I could still drag Miss Note down with me before you land a hit.
And why would I spare an enemy servant? 2 birds with sunstone sounds perfect to me. You seem like just another hollow loud mouth like Grady. Figures. You foolish outwarders don't realize just how powerful this nameless servant can be in like Penacony. Call it a charitable performance. Let me give you a taste of what Caster can really do. The voice of harmony will compel all life to dance to my tune and become my familiars. And you? You drown in syrupy oblivion. We'll see about that. Anyone who fights with a stolen weapon is bound to get hurt by it. If I were you, I'd think twice before swinging something you ripped off from Miss Note. Master, are you alright? Let's fight side by side. No need to trouble yourself with small fry like this, Master. Trying to steal the spotlight from the star? Get them! Whoever takes them down gets a lifetime supply of So Glad for my investors. Seriously? So Glad and 2 bottles of syrup? And you're all in for the devil? What happened to your pride as monsters? Human or monsters, beast or demon, if you got a mind of your own, then you got the right to chase hope with your own 2 hands. Your soul's worth is far more than the pittance of your employer is offering. I can't promise you paradise, but I swear I'll always fight on the front lines, not hide behind you while you die. So what'll it be? Spend your life as a dancing puppet for him? Or live one moment as a knight? It's not too late to turn back now. Wow. Call it leader charisma, my friend. That's what the riding skill is for. Let me go for this one. Wait, I just realized. Saber is really riding on that creature. What the hell? I bestow upon you the mane of my beloved steed, Lambriel 3. Now, come with me. Let us vanquish the evil before us. In the name of the king. It doesn't matter. I failed to protect my master, was forced to separate from her, and now, to make matters worse, it's the enemy who come to save me. Ma'am, this is where you say thank you instead of sorry. But no excuse can cover up my incompetence and negligence. A powerless servant is nothing but a worthless doll. About Miss Robin, there's something... Never mind. Just come with me. Alright, Saber. Lead the way. Whoa. What the hell? I'm not sure what the enemy did, but she's been split into pieces. Took me a while to find even these few. You have done extremely well. Love using your little harmony tricks on me, huh? Then I'll scatter your singer across my nightmare park and see who's helping you to get out of here. Call it what you want, she's still too weak. No need to sugarcoat it.
you go back to normal. Survive the curses from the devils. Wait. Victory gained through coercion is a disgrace to any warrior. Since Miss Robin is our ally, protecting her is only right. Then let SABER stay. This is indeed the best solution at the moment. Archer, please protect AJ. This is all I ask as an opponent. I always have faith in every friend of mine. Master, good luck. Alright, let the knight stay here with the princess and we'll go read some enemy lives. Hold on. Before that, right, let me... Do I have something that we cover? Oh dear. Let me heal some of my characters if you all don't freaking mind. Oh, this one is down character. No mind, screw that. Because I cannot rule out the possibility that we might enter combat mode later in the future. So gotta heal my characters first. Oh wait, what am I doing? I'm supposed to find the lost Robin, so... Oh wait, over here? Not this scumbag again! Not this scumbag again, sweet sheesh. Kill the one next to you and return to us. Despite its well design, the dog-shaped monster name suggests it's modeled after a classic figure from the Clocky cartoon, likely a derivative of the werewolf brother Hanu. Ah, my eyes playing tricks on me. Really? One or two, it makes no difference. You'll get stuck in an endless cycle of suffering and play Hanu's adventure for the next billion years. How about... No. The Wolf brothers let out a very satisfied Enough chit chat. Time for the most terrifying moment in all of Penacony. With a blinding flash, your body shrinks and you're forced into the outline of Brother Hanu. Oh hell no.
Now you know the horror of being trapped in Hanu's adventure for life. They turn people into cartoon animals? Is this some magecraft from the age of the ancient Greek gods? No, the mechanics feel entirely different. Don't tell me all I can say is again. I know you'll have a lot to say, but to preserve the integrity of Hanu's adventure, all you can do is let out a very urgent Yep. Just like old times. They even lost the ability to speak rationally? Maybe I should just leave him. It's not like he was all that helpful anyway. Hey yo! Emiya, what the hell? So you can understand that. Guess I can just leave him. Can you make sense of what he's saying? How did it come to this? Is this a nursery or a zoo? Even Emiya's at a loss of words. Surrounded by animal echoing cries, a vein throbbed faintly on Archer's temple. It was the worst mental trauma he'd suffered since the Holy Grail War began. You really want to tell Archer you need a Hanu TV to return to normal? Maybe you should look around for clues? There has to be something going on. Yep. I knew there's a catch. I knew there's a catch. Is there something weird about this TV? Or is it part of the solution to the curse? Confirm. Clinging to the smallest of hope, you glance at Scott, but as a righteous TV, all he can offer is anything but help. Maybe it's just your imagination, but his expression seems 30% smug, 70% mocking. You lash out, kicking Scott in frustration. Every time I ask you a question, and if the answer is yes, kick him once. If it's no, kick twice. Sure. This TV is the key to lifting the curse, isn't it? Kick once. By usual magecraft logic, destroying the core should nullify the effect. Should I smash the TV? No. Then let's think in reverse. You want me to repair this machine or restore it to its original state, right? Time to end this. Torres, on! Wow. Yeah, that's Emiya's effect, that's for sure. You think you'll get a second chance with the same trick? Kinda wish we get to hear Suabe-san utter the words Torres, on! Oh! Good heal. So does that mean Lancer is in this reality marble as well? Long time no see. Though it's only been a little while, ever since that shirt head sucked me into the TV. Just a moment ago, the whole space cracked and collapsed. When I regained my footing, BAM! There was Miss Robin right next to me.
You didn't expect it, but the girl's got a bit of that ranger vibe in her. By the way, what's that fudging thing raised by the nose walker right to you? A prisoner? Huh? Alright, let's get down to business. これまでの戦いでグレイディは私の意識を無数に切り分けたケロ。今のロビンさんのようにな。私自身も驚いているのだが、どうやらスコートの中にはわずかに正義が存在していたようだ。信じがたいが、この身は確かに義憤に燃えているケロ。Scott of Justice, not like those evil ones. He threw himself in to protect me, tweet. You trust this son of a nose walker? Might as well believe I'm a general of this Genjo. No offense, but making someone like him turn over a new leaf is like asking the Antimatter Legion to plant trees in Kingdom of Banditry. Sarcasm at its finest. I completely agree. We can't afford the risk. If the enemy curse him or turn him into some kind of special familiar, then Ah, これがスコートの策略である可能性も否めないケロ。邪悪な彼が私の中にいて、いつでも目覚められるとしたら、それでも私を連れて行ってほしい。他のロビンさんを助けたいのだ。それからスコートの陰謀を阻止するためにも、いざという時に私を殺せる人間が必要だけど。wow. I'll keep my eyes on you at all times. Every trotter deserves a second cookie. Right. Well, since the victim herself said so, みんなの信頼を裏切らないためにも、悪には絶対に屈しないけど。Miss Ranger, we'll count on you to escort this little bird back to SABER and the others. We'll wrap this up fast, find the rest of Miss Robin, and track down my unreliable master. Hey yo! Why did you call Aventurine an unreliable master, man? Alright, let's continue to find the other lost Robins. God dang it, turns out there's a... Whoa! Every Robin belongs to me. Yeah, right. And once I've gathered them all, I'll summon the god of Robins, swallow all of Penacony whole, and become the king of nightmares. Too many new plot twists. I don't even know where to start complaining. Before I judge you all, I must first deal with a disobedient pawn. Scott, how utterly despicable that you side with them. So desperate to play the hero, aren't you? Hold on, let me get some water.
どうやらここまでのようだ。だが私は幸せだ。正義を貫く。 Damn! Scott of Justice took the bullet which was meant for the Trailblazer. 07. ラクシュミーに伝言を頼むけど、彼女と別れた夜、私は嘘をついたんだ。 Press F to Scott of Justice. 正義のスコートなんて花から存在しないんだよ。 And the real Scott has taken over. 名前の一つに過ぎないけど、どうだ、ついに明かされた衝撃の事実に驚いたか。監督、早く治療してくれ。ようやくこいつらを罠まで誘導したっていうのに、なぜお尻を撃たれなければならないんだケロ。 Penacony profanity. If your wordless scene stealing self hadn't blocked that bullet, oh Clocky would have eliminated. But the thing is, hold up. Yeah, that's the thing. It's not voice. ラクシュミーに伝言を頼むけど、彼女と別れた夜、私は嘘をついたんだ。本当は。 And then there's Penacony profanity. Since you also diversified attention, congratulations, Mr. Scott. You're hereby demoted from actor to stage decoration. Huh? Just one more bullet and no more pain. Find Boot Hill to discuss the situation. Uncontainable watchmaker, witness this. Your most prized trick now belongs to me. Darn it, for some bizarre reason I have this sudden urge to dance with this jerk. Now what the hell is going on? Invented by the watchmaker, the devil who wants to rule Penacony, in its presence even the strongest minds become nothing but blank pages, easily rewritten at will. You dare use my own powers against me, Grady? That's... what was that? Which line was it from? You dare use your... you dare use my powers against me? That's the thing, he's untunable. Wasn't it the Harry Potter meme where Snape really said,
You dare use my spells against me? The power of your clock once comes from Clocky, but I am old Clocky. When the GM meets the blah 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 blah, it's time for the old man to teach the kid a lesson. A feeling beyond words clutches at your mind. Not one of Clockwork's 4 different emotions. This is darker, heavier, like a silent quagmire. I'm gonna be real, this is getting a little too dragged on already. This section right over here is getting a little too dragged on. To be very frank with you all. You finished with your little show yet? I don't have time to play pretend with you. Your dialogue is straight from Villains 101. These pathetic attempts at manipulation are less effective than vultures squawking over a corpse. What took you so long? Was that whole silent badass act really necessary? Was it your magic resistance that blocked the mental attack? If only it were that simple. Unfortunately, my magic resistance isn't nearly as overpowered as SABER's. I'm speaking on Andrew terms, by the way. I wanted to see how deep this monster's hell could go in this strange universe of yours. But it seems your world still has hope and a future after all. Despair? Please. I've witnessed enough scenes of despair to submerge this entire playground of nightmare. Yeah, Emiya's been through worse. I've seen corpses hanging from gallows that stretch like endless forests. I've witnessed the charred remains after doomsday battles where people become nothing more than ravenous beasts devouring each other. A hard-working guardian, though admittedly somewhat of a workaholic. I've seen far too many forms of despair, but to break me? Your fake illusions don't even come close. And when I look at it even closer, he really resembles Shiro. But then again, Emiya is literally Shiro in the future verse. Torres on! Again, I'm not controlling my teams. As you can see, they're running on automatic mode, so I think they should be fine. Alright, next, the director will avenge me. Extra lines won't earn you extra pay. Oh, looks like you just crawled out of a tough fight. Pokin, Void Song Rail? Now you decide to appear after we did all the work. Well, I did something too, alright. Some evil spirits called the Revolver Governor got all clingy with me, insisted we play a game, and ended up losing 10 years worth of savings to me. Look, I even brought an old friend back with me. As expected of the expert of gambling. I just didn't want to give Granny the satisfaction. Let's save the thanks for later. Didn't that girl say if we brought all her split selves together, she could return to normal? I propose this theory assuming none of the Robins will be
in the defect status. There's a dissonance in the melody. Despair. You all clocking it. Dang it, really. What foul language are you having me use? Anyway, the emotion affecting the last master hasn't disappeared, despite the enemy's demise. Are you saying Robin can't change back? My resonance isn't nearly as powerful as Miss Robin's, but it's enough to clear this minor dissonance. Master, please stay quiet and don't disturb my melody. Ignore whatever you see. These are just my internal doubts and won't hurt anyone else. So what is Miss Note planning on doing? Now, rebuild a melody that's truly your own. And Robin has returned back to normal. Even Robin got caught cursing. Please come closer. I've decoded this villain's melody. With a few adjustments, we should break free from Grady's novel phantasm. Ah yes, please. Because I'm done. Hurry up with this already, man. Just hurry up and get along with it already. The evil spirits must still be affecting you. Let me tune you properly. Mr. OT is a businessman through and through. His price will be astronomically high. Would you really betray your friends just to let me win the Holy Grail war? Here's some advice. While I'm still here, use the command spell to kill me, just like all those others who toyed with my fate. Whoa, 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 Miss Note. Hey yo, chill. Chill. If this is beyond you, Miss Momin, then we must part ways here. Is this a declaration of war? Since you're no longer Miss Robin's servant, I have no reason to let a potential enemy walk away. I can tell you're still hesitating. Before I draw my blade, there's still time to change your mind. And I don't care. The second screening has ended. See you in the final nightmare. Oh, please. Goodbye, Master. May your kindness never meet betrayal. Shut up. Please. Just end this already. Yeesh. Yeah, like my thoughts. How long is this going to take, man? Good grief.
I'm at the brink of pressing the skip button, okay? Sheesh. This is getting... I feel like this is getting dragged a little too long already. If this entire collaboration main quest is fully voiced, then I don't mind I don't mind going to it. But the fact that they are making like what, a portion of this story quest not voice or voiceless is really throwing me off. It's as though I am going through a visual novel with little to no voice acting. And visual novels in general, right? Even though Fate Stay Night is originally from a visual novel, visual novels in general they just don't grab me. They just don't. As an actor, I am part of your noble phantasm too. As such, being the former protagonist, I can naturally use your second noble phantasm's power. Director Evangeline, this is my show of commitment to you. Deploying staff access, one-click noble phantasm skip. What? Apologies, the broadcast is having technical difficulties. Progress bar is progressing rapidly. Lead actors, everyone please stop acting. Lyndon Scott. Well, obscene language from the prison world era me. How can there be an audience so uncultured? You skip all the best parts of the movie. This is the result of my entire life's work. And I don't care, just get on with it already, man. And it was trash. Ooh. Mr. Director's Cut OST. Who gives a fuck? I'm even feeling a little bad for you now, Dr. Grady. You were totally outclassed by true authors. As a master of marketing or an inventor, you're undoubtedly a success, but the audience doesn't care what you give in your effort. They just know that your movie is terrible. Ooh, that burn though. That burn. You can't feel the limits of the audience patience. It's just an endless, cliche-ridden, silent series of utterly unexciting gore. What a waste of everyone's time. Yeah, even I'm getting a little less motivated already. It's no surprise that the audience eventually abandoned you. Good riddance. It's hopeless. This guy's probably gone mad. What? I simply offered him a final shot. You're the one who drove him insane. But you guys ain't wrong though. Oh hell, not these bugs.
Not these bugs. This is where Castrovis comes in, but unfortunately, I still have not changed my team comm yet. Just get on with it already, sheesh. You seem particularly obsessed with me, director. Is it because I, as an amateur film critic, repeatedly tore apart your masterpiece? Bounded view, for someone like you, betrayal is always an option to consider, not a moral absolute. Someone like me, you may be a terrible filmmaker, but you're not bad at reading people. A veteran? You're not seriously... A good businessman always evaluate the situation and adjust their stance for better investment. I'm tired of this endless pass. Emulating these many competitors at once is quite profitable. Ay, ay, ay. Special feature, the Golden Gatekeeper. あーちゃん、君は僕のサーバントとしてもちろんついてきてくれるだろう? Well, not entirely, unfortunately. Why is only a veteran voice while Archer is still... 少しくらい卑怯な真似をしたっていいと思わないかい? You're actually pledging yourself to Grady. I'll ask one more time. Should I remove your legs first? Or should I start by cutting off that irritating hand of yours, Mr. Aventurine? Whoa. 断られるとは。令状を使って服従させるべきなんだろうけど、体に刻まれたもので他人をどうこうするのは嫌いでね。そっちにつくのが君の考えなら好きにするといいよ。ただ立場を変えないとゲームの全体が見えない時もある。Killing you will erase my existence. Oh, yeah. Oi! What the hell, Archer? You gave up way too clicky. A guy covered in gold is never good news. But as your servant, I'll follow your commands. What's with that sound effect though? Turn you into unstoppable monsters who tear everyone apart. Now it's 3 on 3.
Let's see if Firefly can handle this boss fight. What the hell? I'm not using my controller, by the way. Phase 2. I wonder how Emily will react to this. Well, that was fast. Whoa, cutscene already? 敵の位置はもう分かっただろ、アーチャー。今だ、とどめよ。And we're back to reality. Nice. ホラー映画の登場人物たちはなぜいつも怪物の現れる場所を見抜けないのか。映画が続く限り怪物は幾度も現れる。なぜなら本物の怪物はスクリーンの外、監督のカメラから誕生するからだ。君の気配遮断はつまるところ、映画の登場人物がカメラの向こうにいる監督を感知できなくなるというものなんだろう。怪物はホラー映画の根幹であり、カメラの中心に捉えられる存在。そのため奴らの目は常にカメラを向いてる。だから怪物を演じるスコート君には君が見えた。乾杯だ。まさにその通り。何も言うことはない。カメラの後ろに隠れた悪魔がスクリーンから本物の怪物を目の前に登場させる。これは私が最も得意とする手法だったんだが、まさか数百年経った今見抜く人が現れるとはな。だがどうしてわかった？言ってなかったっけ？グレイディ、僕は君のファンなんだ。Wait, weren't you the one who roasted him so hard before? 数百年も前に死んだダサくばかりの三流監督を戦略投資部のお偉いさんが評価するとは思えないな。慰めようとしているのだろう。気持ちはありがたいが、どうやら嘘が下手なようだ。もう少し自信を持ってもいいと思うよ、監督。前にたまたま君の一作目を見たことがあってね。気になってグレイディシネマズの歴史を調べたんだ。映画館に入る前に面積事項を確認させてサインさせる。本物の記憶域ミームをホラー映画の上映中に乱入させる。こういった観客を巻き込んだ取り組みとマーケティング戦略は時代をはるかに先取りしたものだった。市場のニーズを鋭く察知し、限られたコストで最高の効果を生み出す。驚きを禁じ得ない手腕だよ。もし当時の君と出会っていたら、間違いなくマーケティング部門に席を用意していた。惜しいな。今さらこんなところで認められるとは。一生裕福に過ごせるはずだったのに、全財産を映画に注ぎ込んで理想の芸術を追い求めた。それだけであなたは尊敬すべき監督だと思うわ。けれどあなたがしたことは許されることじゃない。昔時計屋にも同じようなことを言われた。認めよう。私には才能がない。真の芸術を作り出すなど到底無理なのだ。人は死ぬと何もかもどうでもよくなるようだな。
だったらそろそろオーディさんの計画を教えてくれないかな。彼が本気で願いを叶えるつもりなら適当にマスターを雇って参加させ、バラエティ番組のようにあらかじめ結果を決めておけばよかったんだ。なのにわざわざ制御できない人たちを呼び集め、成立するかもわからない聖杯戦争を開催した。ここへ来る前にオーディさんから予備案について話された。私が敗れた場合、おとなしく負けを認め、あなたたちを大劇場まで招待するようにとのことだ。彼も聖杯もそこで待っている。オーディさんの話を聞けば謎は全て明かされるだろう。せっかくだ。ファンサービスということで私の考察を教えてあげよう。オーディさんがあなたたちを選んだ理由は単純だ。視聴率が高くなるから。それに尽きるだろう。グレイディの話は信用できるのでしょうか。このピノコニーに大劇場よりも番組のフィナーレにふさわしい場所はないさ。ところでブートヒル、なんでそんな目で僕を見てるんだい？あんたみたいな目の肥えたやつがあの監督のファンだったことに驚いてな。服装もそうだが、さすが我がマスターのセンスといったところか。マスターなんて上下関係を隠さない無粋な呼び方より、さっきのミスター・アベンチュリンの方が僕はいいんだけど。見たか赤色の兄弟、商売をやる連中はみんな同じだ。罵りだろうと皮肉だろうと全部笑顔で受け止めちまう。まるでコットンに弾を撃ったみたいにな。では仰せのままにミスター・アベンチュリン。決戦は劇場ですか。オーディさんはすでに戦場を整えているでしょう。聖杯を有する彼はグレイディよりも厄介な相手となるはずです。甲状戦に集まった戦士たち、ようやく戦らしくなってきましたね。私も一緒に行くわ。ノーツガールさんを連れ戻さないと、たとえ何が待っていようとも。Time to gang up on the old man. Scott! Where are you running? Where are you running? そういえばブートヒル、スコート君の所属を知らなかったよね。Adventuring glasses. His lips barely moving as he suddenly mouthed the name of the department. His face cowboy let out a hearty laugh, cracking his knuckle with a sharp snap, a wicked smirk spreading across his face as he strode towards Scott. You are a cry straight out of a cartoon, over the top, full of flair and surprisingly heartfelt. And you just know for a fact that Scott won't be getting out of that hospital bed anytime soon. Yup, Scott is getting what he freaking deserves. But have faith in the medical advances of the Cosmic War. No Scott was irreversibly harmed in the Holy Grail War, especially not in the dream. Right. すっきりした。さあ、行こうぜ。Whoa! We're getting a boss fight? Okay. Alright, let's freaking do this. And the recommended... Oh, SABER has to be in the team. Alright. Hold on a second. Let me check who are the best match for SABER first. Using the game tools. Let me adjust the volume on my end. On your end should be fine because I'm gonna adjust the volume. Oh man, I have to use the mouse for this thing? Sheesh.
Win. Saber. The best team comp for Saber is okay. She uses the 4-piece Waste Rider Captain and the 2-piece Inner Sal Soto. Sure. Her best team comp is Tingyun, Bronya, and Natasha. Seriously? Any other best team comps? Other team comps are Trailblaze Remembrance, Tribi, and Ho. Alright. So let me just close this damn thing. Right. Saber has to be in the party. So it was Trailblazer Remembrance, Chibi, and Ho. It'll be much better if you have Sunday, but as of this very moment, I have no intention of pulling Sunday as of this very moment. Because I'm still in the process of getting Phoebe's code. With that being said, let's not waste any more time and begin the challenge. And by the way, I adjusted the graphics to medium, by the way. Because my 3060 is not really suitable for 4K gaming. こうも手の込んだ準備をしてるとはな。どうにも腑に落ちねえ。時間の流れを意味する12の時、そして全ての時の中心にあるこの月。魔術を多少なりともかじった人間なら絶えず力がここに集まってるのを感じるだろうよ。だがこの世界には魔術もなければ魔術師もいねえ。で、じいさん、この聖杯戦争を仕組んだのは本当にあんたなのか？魔術師って感じじゃなさそうだが。ほっほっほ。どこに次の一手を打つべきかは商人の勘が教えてくれたのです。そして私の知りたい情報は全て聖杯が教えてくれました。あなたはあの巡回レンジャーのサーバントでしたね。その嗅覚はハウンド家の犬よりも鋭いようだ。ですが今あのカウボーイは囚われの身。そんなマスターを放って単身で切り込むとはいかがなものでしょう。おそらく彼はあなたの助けを必要としているのでは？世話の焼けるマスターだ。だがよ、ここでてめえの首をはねりゃあの鉄塊のマスターを助けたことにもなるだろう。経験者として一つ忠告しといてやる。聖杯は決して人の思い通りにはならねえ。聖杯が残すのは欲望に溺れた亡霊だけだ。ほっほっほ。ご忠告痛み入ります。ただそれゆえに私は聖杯に新たな価値を見出そうと考えたのです。そして作ったのは願望機よりもずっと投資価値のあるエンターテインメント番組。あ？エンターテインメント番組だ？なるほど。そりゃ聖杯と相性がいい。聖杯戦争も起きるってもんだ。この神秘性を欠いた世界じゃ、たとえ聖杯を手に入れたところで酒を継がせるのが関の山だろう。
だが魔力とは別に聖杯に奇跡を注ぐ熱量があるのなら話は違う。Read my comments, by the way. 神秘の秘匿を守らなきゃならねえ聖杯戦争が誰もが見られる番組にガラリと変わった。そして人々はこの夢の星で聖杯の儀式を知り、英霊の召喚を見て聖杯がもたらす奇跡を信じ込んだ。ここの連中の小さな願いがエネルギーとなり、聖杯には偽りの奇跡が塗られた。お前の仕切るこの茶番はそいつらの願いを踏みにじった上で成り立ってるってわけだ。ほほう、これはまたとんでもない見方をされる。他の世界より訪れたサーバントよ、あなたが現れたのは想定外でしたが、実のところ必要なことでもありました。聖杯にはより純度の高いエネルギー、つまりあなたたちが必要になります。ノーツガールさん、いやさん、今こそピノコニーにあなたの魅力を見せる時です。 What the hell did I just witness? The curtain fell with a soft rustle, 頼ま veiling. れたことはちゃんとやりましたよ。ご苦労様でした、我が友よ。長い年月が経ちましたが、私は今でもあなたが演じたシーンを、ダンスを、歌声を鮮明に覚えています。当時のあなたはまるで鮮やかに咲くアイリスのように輝いていました。ですが今のあなたはそれ以上に美しい。余計なものを取り払った飾らないあなたの方が。そういうのは結構です、オーディ。時代遅れの比喩は身の毛がよだつものなので。約束は果たしました。次はあなたの番です。そう焦らないでくれ、我が友よ。あなたの願いは魔術や奇跡に頼らずともお金で叶えられるものだ。聖杯とはただ黄金で作られた容器に過ぎない。間もなくこの番組の主役たちが到着します。儀式の最終段階が完了するまで足止めしてください。成功した暁には必ず約束を果たしましょオーディ、あなたの詳細はこの星と一緒に落ちてしまったようですね。先ほどのサーバントを捕らえるのでも精一杯だったのに、今度は彼ら全員の相手をしろと。ほっほっほ。そう自分を過小評価してはいけませんよ。グレイディとは異なり、あなたは本物の芸術家なのですから。舞台上で何千という人々の人生を演じてきたあなたはまさしく英雄の天敵にふさわしい。彼らを圧倒できるよう聖杯に溜まった力をあなたに預けましょう。この盛大な儀式を成功させ、素晴らしい結末を迎えようではありませんか。I'm gonna whoop her ass. I'm gonna whoop her ass to fucking smithereens. That bitch. I'm gonna whoop her fucking ass. Alright, Saber. Let's fucking do this. Holy baby! あの青髪のあんちゃん、様子を探りに行ったきり連絡一つね。まさかあのラブリーな年寄りにはめられたか？争った痕跡はないようです。ランサーらしくありませんね。Maybe he went fishing? あの男のことだ。
売らなくてもいい喧嘩を売り満足して立ち去った。Hey, guys. That bitch is right in front of you. ご無事で何よりだわ。待った。様子がおかしい。ノーツガール。ここでランサーに会ったんじゃないかい？ええ。Yes. 大劇場に到着するなり、オーディを槍でスクリーンに突き刺そうとしていました。彼の判断はとても素晴らしいものでしたが、せっかく手にした2度目の命です。願いを叶えるためにも、彼には少しの間休んでもらうことにしました。そして皆さんにもしばらく休んでもらわなければなりません。オーディが儀式を終わらせるまで。How about ご no? 心配なさらず、苦しくはありませんから。さあ、舞台上の燃える情熱と野心を忘れるのです。楽屋で役者たちが仮面を外すように、ゆっくりとお休みください。閉幕の時です。カノンカンクリザンス。Bitch! Oh, I'll get her. I'll get her, that's for sure. Mark my words. I'll get her. Why are we here and バカな。どうしてブリテンに？ありえない。is this your homeland? ええ。 But this この looks 地を忘 like れたことはありません。すべて覚えています。この草原も風も街並みも。キャスターが私の記憶を利用して閉じ込めようとしているのでしょうか。この街は私が騎士としての一歩を踏み出した場所なのです。よう、アルトリウスじゃないか。あんたも剣を抜きに来たのか？アルトリウス。そうですか。ではあなたはエイデン。まあ試したくなる気持ちもわかるよ。あのマーリンとかいう魔術師が岩から剣を抜いた人間がブリテンの王になるなんて大層なことを言うんだもんな。見習い騎士だって一回くらい挑戦してみたくなる。 By the way, Merlin is a playable servant in Fate Grand Order as well. He's a caster class and he shares the same Japanese voice actor as Cloud from Final Fantasy VII. でもな、小柄なあんたが選定の剣を抜いて王になるところはさすがに想像できない。そうですね。私もそう思います。岩の剣がどうか正しい王を選ぶように。行きましょう、マスター。ここに用はないはずです。What did he just call you? 私の男性名です。当時、アトリウス。ブリテンの王が女性だと知られれば、統治に支障をきたしますから。今私たちがいるのは、私が選定の剣を抜く直前の時間でしょう。私たちを足止めするため、キャスターは魔物や異民族の軍隊、竜といった手勢を用意していると予想していましたが、本当に何もかも懐かしい。騎士として村を出てから戻ることはなかった。私がまだ何者でもなかった時の幼い夢の話です。Sorry for interrupting, but in case you're wondering how Merlin looks like, there. This is pretty much how Merlin from Fate Grand Order looks like.
And as I mentioned earlier, he shares the same voice actor as Cloud from Final Fantasy VII, and arguably one of the best caster in Fragrant Order, along with the likes of Waver, and there's one more caster that is pretty much well known, but I forgot who the. Wait. You know what? I'll just search it up. Who has that one other caster? 幼少期の一番の夢は愛馬を持つことでしたので。Is there somewhere you want to go? 当時の私は騎士に憧れを抱いていました。馬に乗ってこの道をかけ、草原を抜けた先にあるエクターの家へ行くことを思い描いていたのです。私を預かり育ててくれた老騎士です。ある意味私の父と呼べる存在でしょう。彼はいつも眉間にシワを寄せていましたが、冗談を聞くと誰よりも笑っていました。それから口癖のように、私にこの地の理想の王になってほしいと。結局彼が王になった私の姿を見ることはありませんでしたが。ああ、申し訳ありません、マスター。昔語りが過ぎましたね。ただ夢や幻の類であれ、せっかく得られた機会です。私の故郷を案内しましょう。Okay, so for those of you who have little to zero knowledge on Fragrant Order, the top 3 casters before Act 2 of Fragrant Order, right? The most used caster at the moment of time are these three caster servants, which are Zhuge Liang, or some of you call him Waver from Fate Zero, Merlin, and lastly Skadi, or Skaha Skadi. These are the top 3, or should I say the most used caster during the first act of Fragrant Order. Meow. Can I have a good look at SABER's idol? Because yeah. Did you notice her eye go literally went Let me just zoom out a little bit. Yeah, let me just zoom out a little bit. Oh, she's just tying up her ribbon. Neat. Come on, Saber. Show us that one other idol where you're eating your crepe again. Was it crepe or ice cream? I'm not really sure. Also, right, as I mentioned earlier, I kind of wish that Honkai Star Rail collabs with Fragrant Order, because Fragrant Order, in terms of never mind, I'll shut up for now. Even I don't know, I go. Oh, yeah, it literally went up. So as I was saying, right, I kind of wish that this game collabs with Fragrant Order, because ever since the release of Fragrant Order, right, ever since the release of Genshin, right, Fragrant Order has been declining in popularity. So I kind of wish that Honkai Star Rail collaborating with Fragrant Order will increase its number of players as it was back before Genshin was released. このようなおもちゃは見たことがありません。生まれてから15年、私は大半の時間を馬の飼育と剣の稽古に当てていたものですから。休んでいる時は
魔術師のマーリンが夢に現れ、王として国を治めるのに必要な知識を教えてくれました。マスターは？あなたはどのような子供時代を過ごしたのですか？あなたの過去についてはまだ聞いたことがありませんでしたよね。That's because I don't remember a lot more about my past. 覚えてるのは宇宙ステーションで誰かに起こされたってことだけ。そうでしたか。マスターの性格がいささか自由なのは過去のしがらみを持たないからなのですね。この記憶が始まったのは軍政に向かう列車に乗った日からなんだ。でも気の合う仲間たちに出会えたし、過去はないけど未来はある。俺はなりたい自分になれた。それは苦しくとも良い旅を続けてきたのですね、マスター。生前の私もそうであればよかったのですが、かつて私には目指していた人物像がありました。白き竜と化した費用ボーティガーンからこの地を救い、異民族に蹂躙されている民を解放するため、皆が望んだ通りブリテンを救う理想の王になる。そのためなら全てを捧げてもいいと。Yeah, she talked about this during an episode of Fate Zero, I 私 believe. の願いは叶うと魔術師は言いました。誰もがブリテンは救われると思った。I remember she mentioned about this back in one episode of Fate Zero where she was having a banquet or some kind with Iskandar, the rider class in Fate Zero, and Gilgamesh, the archer class in Fate Zero. はい。ボーティガーンを撃ち、異民族を駆逐し、円卓の騎士を集め、難攻不落のキャメロット城を築けば、ブリテンに平和が訪れると信じていました。しかし、それは束の間の美しい夢に過ぎませんでした。配下の騎士たちは去り、中には私に刃を向ける者もいました。やがてブリテンは再び戦火に飲まれました。Oh, and by the way, earlier on she mentioned Camelot, right? Camelot was covered in chapter 6 of Flagrant Order, by the way. And at that moment of time, right, Artura did appear, but in a form of a lancer. And I'm gonna be completely honest with you, Camelot is arguably one of the hardest chapter I've ever faced so far, up until the release of Act 2 of Flagrant Order. Long story short, right, Camelot is the beginning where things get way more challenging. And at that moment of time, right, I really had a lousy ass servant. Because Flagrant Order at the moment of time, right, had zero PT system at all. None. But I really rushed through the entire Camelot and Chapter 7, which is Babylonia, which was adapted into an anime, because I wanted to get my hands on a certain servant, which is BB, a Moon Cancer class servant, which was in a limited time event. And that particular limited time event requires you to complete the first act of Flagrant Order, where you have to beat Gatia in order to have access to that limited time event. And it was rough. マーリンはこの顛末を私に伝えていました。剣を抜けば全ての人に忌み嫌われる悲しい結末を迎えると。そして国が最も繁栄していた時に彼はこう言いました。ブリテンはいずれ終わりを迎える。今の繁栄は
王の苦痛によって成り立っているんだ。Damn, Merlin 私が Merlin 国の predicted 苦 all of しみを this. 背負うことで人々が安寧を得られるのなら、その悲しい結末を迎える価値はあると思いました。You remind me of Sunday. The only thing that can grant your wish could be the Holy Grail. Once a king offered himself upon the altar, a lone sacrifice in exchange for a dream of paradise on earth. How eerily similar it all feels to what unfolded during the Charmony festival in Penacony. 皆に理想の国を描いてみせたつもりでしたが、ブリテン So Artoria and Sunday are similar in that sense. Damn, I didn't even think about it, to be very frank with you all. 飢えた子供だけでした。破滅を迎えるべきは私であって、私の国や民ではなかったはずです。Anyway, let's continue forward. I gotta say, I kind of like Saber's design in this game though. I just don't understand why during the when Saber's design was first revealed, people literally complained about her design, even though she was designed by her original character design, which is Takeuchi-san. Like, people are just gonna complain for the sake of complaining, man. Bunch of perfectionists. That's and that's Excalibur. 私よりも王にふさわしい者がいたらと、どれほど想像したことか。私が王位につかなければ、ブリテンは理想の国となれたのでしょうか。その時、私はどのような人生を歩んでいたのでしょう。先帝の剣を抜いて王となるか、その道を捨て故郷に残り、自分の人生を穏やかに過ごすか。彼女は今、私を選択の時まで戻したのですね。マスター、私は少し疲れてしまいました。やはり馬が欲しいですね。日が落ちる前にそれに乗って草原を駆けるのです。Since I mentioned a Lancer class Artoria, right? Allow me to show you how she looks like. Let the dialogue run its course in the meantime.「彼女はどこにでもいる少女です。王を演じるのは大変な苦痛を伴うというのに、なぜ英霊という幻の中でまでそれを味わわねばならないのでしょう。剣も栄光も捨て、舞台を降りるのです。観客となり、他人の喜びや悲しみを I will show you how Lancer Artoria looks like later on. さあ、その英雄の仮面を外してあげましょう。あなたたちの最初の選択を、これまでに味わってきた苦難を消し去ってあげます。皆さんに平凡で幸せな人生を用意しました。もちろんあなたにも、開拓者さん。Shut the hell up. Now what? それでここに残るのか、新入り。君みたいなやつが宇宙ステーションヘルタに入れたのは一生分の運を使ったからだと思うけど、一応確認しておくよ。
What is it? What is going on right 仕事 now? は君が思ってるほど楽じゃないからね。Look me in the eyes and say that again. まったく、僕が新人の時も君みたく自分は誰よりも優秀だと思い上がってたよ。けど時間が経てば分かってくる。ここにいる自分は一階の職員に過ぎないってね。誇りに思ってるその才能も他の人からすれば大したことないんだよ。おいおい、正気か？休みを取って医療科で頭を見てもらったらどうだ？まあ気持ちはわからんでもない。僕も請求列車のちょっとしたファンだからね。あの列車には輝かしい冒険をした七死人たちが乗ってる。対して君はどんな冒険をしたんだ？ははん、そういうことか。最近大物家が夢の泡を仕入れて世間知らずの若い職員たちが仕事そっちのけで夢中になってるらしいけど、君も頭に奥質がこびりついて幻覚に悩まされてるんじゃないか？そうでもなきゃ自分が列車の七死人だなんて勘違いしないだろう。けどまあそれもわかるよ。君列車に乗らないか誘われたのに断ったそうじゃないか。今になって後悔してるんだろ？ That bitch. わからない。I swear once I get my hands on her. Any art of Lancer Artoria, by the way? Oh man, art? Me? 君の履歴書を見る限りこれといった特技もなさそうだから、とりあえず簡単な仕事からやってもらおう。チリカに溜まった過去半年分の経費生産書の整理、研究会議で使う部屋を1ヶ月分予約、各クラスのスタッフが提出する課題申請のまとめ。しばらく忙しくなるはずだ。別に驚くことじゃない。この宇宙ステーションじゃチリカは食物連鎖の最底辺にある。こういった雑務は日常茶飯事さ。じゃ僕はそろそろ行くよ。サボらずちゃんとやるようにな。僕も同じだよ。今も14歳の時に宇宙地理ではなく量子歴史を選んでればよかったって後悔することがあるんだ。あの時の僕は自分に数学は難しすぎると思ってたから、よくこんな想像をする。当時もし別の選択をしてたら今みたいに落ちこぼれてなかったんじゃないかって。ま、そんなこと考えても無駄だけどね。シーリー、選択したことを後悔しちゃいけないよ。ほら、今の僕だって悪くないだろ。Yeah, that I blame that. Okay, before I proceed, right, this is pretty much how Lancer Artoria looks like, and she does have her own alter version as well, which is this. Oh, wait, let me just zoom in a little bit more. Yeah, that's the alternate version of Lancer Artoria,
Because for those of you who are not into the Fate series, Artoria has different versions. As you saw earlier on, that's the alternate version of Artoria. But in Heaven's Field, he does have an own alternate version as well, which looks like this. That's the alternate version of Artoria, by the way. And this is how she looks like with her Shinjuku outfit. She looks so freaking cool, man. Not gonna freaking lie. Anyway, with that being said, let's continue on with the... 遅いですよ、新人さん。あと数システム日で経費申請の締め切りが過ぎてしまいます。まあ、新人ということで今回は多めに見ましょう。早く業務に取り掛かってください。机の上が随分散らかってる。これを全部整理しろっていうのか？どこから手をつけよう。効率が悪すぎます。そんなやり方じゃ琥珀の王が次のハンマーを打つまで終わりませんよ。Lady, chill. 何をぼーっとしてるんですか。宇宙バイオニックタニシが代わりにやってくれるとでも？ここの経費生産書、いくら片付けてもキリがないな。それに内容も変だ。I'm not gonna bother reading this. あの人、見覚えがあるような。Hold on. What is Emiya doing over here? どこかで会ったことがないかと聞きたいのであれば、こう答えよう。ない。What clairvoyance? A、自分はここにいるべき人間じゃないって思わないか？まあ、君もその手合いか。毎日多くのスタッフが私のところに雑談しに来るが、口を揃えて自分はここにいるべきじゃないと嘆く。今の生活に満足していないから自分の居場所は別にあると勘違いするのだろう。だがそれは現実から目を背けているだけに過ぎない。その少年を叩き直さない限り他の場所へ逃げたところで同じだ。いずれ行き場を失う。私から見ればここの暮らしは十分恵まれていると思うがね。世界が危機に瀕してもいなければ人類を滅ぼそうとする狂人もいない。厨房も使い勝手がいい。食材は少し変わっているがな。まあ宝石を湯水のように使うお嬢さんはここにもいるが、大多数の人にとっては理想郷と言える。平凡な日々だが、失えばその価値に気づくはずだ。手放してから後悔しても遅い。Glanced at him, wanting to say something, but decided not to. どうだ、おかしな考えはいくらか収まったか？やはり
ここを離れたいという気持ちはそこまで強かったわけではないようだ。Oh, I just realized. 限界だ。頭がもう働かない。それにやっぱりここは自分がいるべき場所じゃないと思う。By the way, I just that reminds me, right? While I was searching for other servants, right? Guess what? Even Emiya has his alter version, and I'm gonna be completely honest with you all. This alter version of Emiya doesn't look like him at all. This is the alternate version of Emiya, by the way. And he first appeared in the Shinjuku story quest, along with the likes of SABER Alter, or should I say Arturia Alter, and Jin Alter. And that moment of time, right, I believe the final boss for that particular story quest, it was against this old man who goes by the name of James Moriarty. This is the final boss for the Shinjuku story quest. And since I mentioned Shinjuku, right, allow me to let you all have a good look at John Alter in her Shinjuku outfit. This is another character that appeared in the Shinjuku story quest. Alright, with that being said, let's continue on. I flapped my gums too much about the Shinjuku story quest, right? ウーサーという王の話をしましょう。私が現れる前、ブリテンの民を率いていたのが彼でした。そして私が現れた後、彼は民を守るため、全てを破壊する白き竜を討伐しようとして敗れました。それでも人々は彼を最も偉大な王と称えます。あなたから見て彼を英雄にしたものは何だと思いますか？いいえ、他にも王と呼ばれる者が諸部族にいましたが、その名が後世に残ることはありませんでした。ウーサー王は勝ち目のない戦いに挑みました。白き竜を前に剣は折れ、体は引き裂かれました。人というくくりで考えれば、それは失敗以外の何者でもないでしょう。しかし、何かを救うために剣を掲げた彼の姿は、真っ暗なブリテンの空で輝く星となったのです。私たちの目に届く星は今の姿と異なりますが、輝きに偽りはない。その光が次なる英雄の道を照らし続けるのです。あの名を失ったサーバントは、私たちの人生を舞台とそう呼んでいました。彼女は宝具で星々の輝きを塗りつぶしたのです。しかしマスター、もしあなたにまだ勇気があり、今なお星になることを望むのであれば、あなたを見つめる観客もまた舞台に上がり、英雄となるでしょう。つい偉そうなことを言ってしまいましたね。これはあくまでマーリンの下手な真似に過ぎませんから、お気になさらず。私は舞台に立つべき人を待ちながら草原を馬で駆けています。マスター、
あなたの夢も私の夢ももうすぐ終わりを迎えるでしょう。変な夢だ。まあいい。今日の仕事を終わらせないと。お、レンツー。よう兄ちゃん、お前もサボりか？悪いがもう満員だぜ。まあいいじゃねえか。お前は仕事、俺はサボり。ここはお互い干渉せず仲良くやっていこうぜ。And can we just get on with it already? Sheesh. Ah, 思い出した。お前さん、あの性格を入れられたやつだろ？ちょいと聞きたかったんだがよ。寝てる間、ホタルみたいに光るのか？こうしてあったのも何かの縁だ。一つアドバイスをくれてやる。お前みたいな若いのはどっかで死でも見つけて自分の居場所を作った方がいい。英雄のように縛られずに生きるべきだ。Let's go with a century later. We still got 899 more meetings to schedule. You better hurry up and finish before things spiral out of control. Planetary decline observation. What the hell is this? Is it from what express? ところで兄ちゃん、釣りに興味はねえか？外は真空だが、意外と釣れるもんだぜ。All of a sudden, you're talking about fishing at this time of moment? 熱い戦いを期待できる軽素軟骨魚。そうそう、この前なんかプーマンも釣り上げた。Right, by the way. That reminds me. Since who is they're showing cool right over here, right? また来るらしいぜ。今回はしばらくここに滞在するってよ。せっかくだ。見物がてら近くまで行ってみねえか。Since they're showing cool right over here, right? The normal cool. In case you're wondering how his alter version, or should I say his evil version, looks like. There. Ignore the green light in the middle because that's my webcam. But as you can see, that's cool alter. Arguably one of the best berserker in Fate Grand Order. Arguably. あの時俺は請求列車の誘いを断ったけど、その選択は本当に正しかったんだろうか。Anyway,
This part feels a little bit too dragged on already. This feels a little too dragged on. I really wish they just jump right into the fight already, but instead they are trying their utmost best to drag this story as long as possible. 最近の調子はどう？そう、ならよかった。ここでの生活にも慣れたみたいで安心したわ。私たちはあんたと別れてからいろんな場所に行ったの。ベロブルグ、泉州ラフ、それからピノコニー。いいこともたくさんあったけど、大変なことも多かったわ。Alright, hold on. Does Pom Pom had a... Didn't Pom Pom had a servant as well?どこで車掌の名前を聞いたのかしら。もしかして炭鉱から？パムなら相変わらずよ。でも立て続けに乗客が減ってしまったからちょっと寂しそうではあるわね。たまに考えるの。もしあの時あんたが一緒に来てくれてたら何か変わっていたのかしらって。でも残念ながら開拓のたびに後悔とかもしもなんて存在しないのよね。みつきちゃんはなんて言ったらいいか。ガーデンの人が彼女を治してくれることを願ってるわ。Is the express to any of passengers? 七死人の生活は楽じゃないから、ここを離れた後、一時的に新しい乗客が数人増えたけど、今はおのおのの目的のために列車を去ったわ。最近スターピースカンパニーの人がキャメロットに行ったらどうかって勧めてくれたの。Whoa, あそこは what? 随分前に反物質レギオンに滅ぼされたはずなんだけど、最近何度も救難信号が発信されてるんですって。Okay. 今回はそのついでに宇宙ステーションに立ち寄って友達の顔を見ようと思ったってわけ。ねえ、よかったら今度こそ私たちと一緒に行かない？ And you know what? I just freaking realized I need to watch the movie adaptation of the Camelot arc, by the way. So for those of you guys who are wondering, right? There is an anime adaptation of the Camelot story quest for Fragrant Order in the form of a 2-part movie. Let me just search it on my phone. Uh... ちょっと考えさせてくれ。列車が出発するまでには返事するから。ええ、それで構わないわ。どちらを選んでもその選択を尊重するから。疲れたな。とりあえず戻るか。請求列車は。Hold up. Let me just show you guys the You know what? Go get some sleep. Yeah, there is a 2-part movie adaptation of the Camelot Story Quest 2 years ago. ある鳥の話をしましょう。その鳥は歌手だったのですが、権力者に好まれない曲を作ったために鉄の牢獄に入れられてしまったのです。Hold on, I need to lower the music. Sorry.
I do know what. I do know what. 鳥は多くの Just be 嘆 safe, き just の be 声を safe. 聞きました。そこで彼女は同じカゴに入れられた人々のために歌い、彼らの郷愁を慰め、反抗の志を鼓舞しようと決意します。最終的に鳥は一つの懐中時計と一匹の狼、そして数えきれない仲間たちと共に牢獄を破ることに成功しました。そうして自由を得た鳥は新たな人生を始められると思っていました。舞台の上や銀幕の中で美しい羽と歌声を披露すれば、かつてのように持たざる者たちに希望を届けられる、そう信じていたのです。しかしそれは間違いでした。ピノコニーは瞬く間に変わり果て、鳥の歌も出演した映画もその生活も全てお金という名のカゴに閉じ込められた商品になってしまったのです。映画会社は鳥をただ美しいだけのシンボルにしようとしていましたが、鳥自身はその息の詰まる汚れた下水道のような世界から一刻も早く飛び立ちたいと願っていました。すると彼らは鳥の芸名を奪い、新しいひな鳥に代わりを務めさせ、汚れた噂と憶測で鳥の首を絞め、不名誉な結末へと追い込んだのです。それであなたは自分に汚名を着せた人たちに復讐したいと思っているの？いいえ、その逆です。この世界に戻ってきた時、私は復讐できる相手が一人も残っていないことに気づきました。だからこそ今は奪われた名前を取り戻して自分の全ての作品を消し去りたいと思っています。として存在した痕跡をこの世から完全に抹消するために。囚われ奪われた経験があるのなら、聖杯戦争を終わらせようとしているマスターや英霊たちを今ここで宝具に閉じ込めておくべきではないわ。オーディさんはあなたの願いを叶えられるかもしれないけれど、きっとそれに見合った代価を要求してくる。彼と同じ時代に生きたあなたならそれはよく分かっているでしょ。オーディはピノコニーを貪る害虫ですから、当然信用はしていません。ですが彼の目的はあくまで聖杯から得られる利益だけ。それを考えればまだマシな害虫と言えるでしょう。対してあなたの心は聖杯で買収できません。宝具を解除してほしいなら令樹で命じてください。あの人たちが契約と法律を盾に私の名前と未来を奪ったように。さあマスター。そんなことしないわ。あなただって分かっているでしょ。今まで賭け事なんてしたことはないけれど、賭けてもいい。あなたに英雄の仮面を外されたマスターとサーバントたちはきっとその宝具から抜け出せるって、私はそう信じてる。では見届けましょう。変な夢を見た気がするけど、細かいところがどうしても思い出せない。体が重い。でも仕事があるから起きないと。How much longer this is gonna get dragged on, man? Sheesh. This is the one thing I don't really like about Honkai Star Rail's writing, man. It feels draggy. Yeah, it feels draggy as fuck. It has been as going like this ever since. I'm not gonna say and for years.
I might say since Penacony arc. No, it feels draggy ever since Penacony arc on the way I see it. And it just got worse ever since we entered Amphobius. Which is why I never bothered reacting to the Amphobius story quest, even though it has some good moments in 3.3 and 3.4. There were just way too many moments where it felt too draggy as heck. No. Fight. 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 Ugh. This sucks. You know what this reminds me of? This section right over here reminds me of the 正確なお兄ちゃんじゃないか。カクテルでもご馳走しようかと思ったんだが、まだ未成年だったな。The disappearance of Suzumiya Haruhi. 奇遇だな。俺も自分は宇宙ステーションの警備員なんて柄じゃねえって思う時があるぜ。つまり君は請求列車に乗りたいのか？君のようなスタッフは毎年何人かいるが、いざその時になると例外なく尻込みしてしまう。彼らは重苦しい生活から逃げたいだけで、命を危険にさらすような冒険がしたいわけではないからな。それで君はどちらなんだ？今のままでいい。どうせもっとふさわしい人がいる。自分なんて取るに足らない凡人だ。この世に後悔を知らない人間などいない。だからといってそのせいで誰もが足を止めてしまったら、英雄という存在も生まれなかっただろう。行く先の見えない旅路でも願いを抱いて踏み出した者たちがいる。それは愚かなことかもしれないが、その愚かさこそが七死人や開拓者、そして英雄を生み出してきた。君が持っているその人形も、ある英雄がかつて存在した証だよ。Oh, the Artoriador. 質の悪い工芸品だ。誰かの甘い願いが偶然それを記録として歴史に刻んだに過ぎない。列車はもう出発したかもしれないし、まだ出発していないかもしれない。だがもし君が本気でその道を進もうと思っているのなら、列車があろうとなかろうと関係ないだろう。本当に自分が七死人だと思うなら、やるべきことは一つだ。Yes, set off. Do it. Get your monkey ass out of 列車はもう this. 出発した。今から行っても無駄だ。 Shut your damn 研 mouth. 究室に行こう。食堂に行こう。釣りに行こう。映画を見に行こう。宇宙ステーションの生活の何が不満なんだ？ここでの生活を羨む人がどれだけいるか分かっているのか？ Shut your monkey asses. ここには反物質レギオンも北条の意味物もいない。宇宙で一番安全な場所だ。何かが俺をここにとどまらせようとしてる。この人たちを避けながら進まないと。誰も邪魔はしていないだろう。時間があるなら食事にでも行かないか？ Why is the crowd blocking my way?
これ以上進まない方がいい。七死人の未来には虚無と絶望しかないのだから。自分が特別だとでも思ってるのか？あなたよりも優秀な七死人たち、ティエルナンもケルベックもみんな暗闇に飲まれて二度と戻ってこれなかったというのに。やっと認めてくれた。俺が七死人だってことを。Wait, let's just keep going. Screw these guys. Get me the hell out of here, man. Yep. Grab that baseball bat and get the hell out of here, buddy. それを抜いたが最後。あなたたちを待つのは不幸な結末だけだというのに、それでもやるというのですか？ Do it. マーリンにも同じように警告されたことがあります。だから私はあなたたちのために優しくて穏やかな夢を紡いで差し上げたのです。これこそがあなたたちの望んでいたものなのでしょう。So the caster is trying to put us. 私よりも選定の剣を抜くにふさわしい者がいたかもしれない。そう考えたこともありました。ですが私はカリバーンを抜いたあの少女を責めることはできません。たとえ身の程知らずであったとしても、彼女はただ白き竜に挑んだ王のように何かを救いたかっただけですから。もし再び選択の機会があるとしたら、私はこう伝えるでしょう。過去の自分を超え、より良い未来を切り開けることを願っていると。マスター、平和な無境で十分に休めましたね。さあ、私と共にここから離れましょう。はい。必ず後悔することになりますよ。Yeah, right. Grab the bat. 後悔なんか絶対しない。Cool. Let the fight begin. どうしてそんなに無謀な勇気を持てるのですか？後悔という感情を知らないとでも言うのですか？Shut up and be gone already. 私はそんな愚か者にはなれない。あなたたちの選択を認めるわけにはいきません。Right. Let's slow things down a little bit. That's more like it. Let's slow things down a little bit. 風に乗って出発。俺たちに不可能はない。いけドッカーン。フロ
そろと目障りなんだよ。あっきゃ俺様だけで十分だ。さあ行くぞー。やったね。レイフよ、守りたまえ。Nice. 聖剣解放。 That's a lot of damage though. Hey yo! Saber, chill! Jeez! 生きていた頃と同じようにまた失敗してしまいました。 Saber, chill! 裏切り者にはふさわしい結末ですね。舞台に立つのがそんなに苦痛だったなら、どうして牢獄を出た後もピノコニーの舞台にとどまることを選んだの？私が歌えば乱暴な囚人たちは静まり、泣いていた子供たちも笑顔を見せてくれました。些細な出来事かもしれませんが、そのおかげで私は牢獄の中にいても自由を感じることができたのです。でもピノコニーは変わってしまった。多くの琥珀期を経てかつての姿は失われ、今ではすっかり見知らぬ場所に。そして私はこの新しい檻に閉じ込められています。いえ、もういいのです。すべてを終わらせてください。マスターを裏切ったサーバントに存在する資格などありません。そうなら、あなたの望み通りに。レイジをもって命ずる。アスナ、ピノコニーを代表してあなたの名を返還するわ。たとえ名前を商標登録され全てを奪われたのだとしても、あなたは価値のない敗者なんかじゃない。アイリスの母よ、顔を上げて。重ねてレイジをもって命ずる。あなたの英霊としての証をここに返還する。その死をきっかけに歌手やタレントたちは商人から自由と尊厳を取り戻そうと思うようになった。あなたは五大クランの一つアイリス家を供した偉大な人。決して名もなき影なんかじゃないわ。だからこそその名を借りたのでしょ。弟子であるメイフンと友人の時計屋が作り上げたキャラクター、ドリームタウンで自由に歌うノーツガールの名を。これ以上は。重ねてレイジをもって命ずる。舞台に立つ後輩としてあなたに人としての自由を返還するわ。 Wow, she アイリスの母、 really used up all of 今 her 日からあ command なた seals, は man. 誰からの支配も受けることなく自分のためだけに踊ることができる。She literally used up こ all の her お芝居 command は spells in one も go, うす man. ぐ Holy 幕を閉じ crap. るけれど、その前にどうか大劇場を出てその目で今のタレントたちを見てきてちょうだい。どれだけの誹謗中傷を浴びても彼らの目にはあなたが英雄として映っている。それを確かめてほしいの。 Alright. Did we just get down to the final boss fight already? 魔力に似た強い力を感じます。儀式はすでに完成に近づいているようですね。 Oh no. And that's not a good sign. 残る2機はライダーとバーサーカー。待ち受けているのはどちらか。いや、両者が同時に襲ってくる可能性もある。いずれにせよ、相手に聖杯を占有されている以上、苦戦を強いられるでしょう。Yeah, come to マスタ the ー、この剣にかけて必ずやあなたを守り抜くと誓いましょう。ブートヒルたちも出てこれたみたいだし、様子を見に行ってみるか。もう一つの人生か。まったく
夢の泡って本当に健康に悪いね。調和セレモニーで命を半分持ってかれたっていうのに、あのサーバントの幻で残りの半分まで奪われるところだった。ねえ、あんたはどこに閉じ込められてたんだ？何をかけても永遠に勝てない夢。さすがの僕もそこではおとなしいウェイターになってすっかりギャンブルをやめてたよ。ベイビーが脱ギャンブルってか？そいつはまた健全な夢だな。そういう君はどうなんだい？俺か？俺はただ久しぶりの再会を果たしただけさ。As they talk, Burkyu had already loaded his gun. Next up, the final battle with the Mastermind. Yeah, let's go whoop his ass. これは最初に固有結界に閉じ込められた英霊じゃないか。自慢の足は生かされなかったのかな？戻った途端にてめえの小言かよ。ああ、くそ、頭が痛え。まるで長くて気の抜けない冒険をした後だぜ。よく思い出せねえが、魚の頭をした敵が出てきたような。With enemies on the way, the two servants were more than ready to fight. Right, time to settle the score with Old OT. Let's freaking do this. Oh yes, I see the Holy Grail in front of me already. Right. What up? I'm ready to activate combat mode. ほっほっほ。どうやらアスナさんもしくじったようですな。実に惜しい。あと一歩でサーバントの皆さんの仮面と夢の炎を引き剥がして燃料として聖杯に捧げることができたというのに。まあ仕方ありませんな。どれだけ優秀なパートナーがいても肝心な部分は結局自分で解決しなければならない。これも業務提携の常識ですから。ボが聖杯戦争なんざ引き起こして一体何を企んでやがる。そのシワだらけの顔から考えると、あれか、不老不死でも狙ってんのか？まさか。私はすでに10琥珀期以上の時を生きています。さらに我が医療チームが頑張ってくれればさらなる延命だってわけありませんよ。ではライバルを消そうとしたのか？マスターと一悶着あったと聞いているが。ほっはっは。とんでもない。商売の世界に永遠の敵など存在しませんからな。それはそうだけど、やっぱり僕はオーディさんの真の狙いが気になっちゃうな。私の知る魔術師たちの中には万物の根源に至るためなら命も人間性も平然と捨て去ることができる者たちがいます。あなたもその類なのですか？そのようなものに興味を持つのは天才クラブの方たちだけですよ。Hold on. Okay, I'm just adjusting the music. Then what's your real reason then, you old fart? 最初から言っていたことですが、調和セレモニーがあっけなく幕を閉じてしまったことで
ピノコニーは新たな経済成長の起爆剤を必要としていました。つまり我々は誰もが注目するビジネスプロジェクトを立ち上げなければならなかったのです。願いを叶えられる聖杯、これは金の卵を産むガチョウに他なりません。一度聖杯戦争が成功すれば、ピノコニーは調和セレモニーをも凌駕する壮大な祭典を手に入れ、次の15泊期にわたる繁栄が約束されるでしょう。もちろん今回の第1回聖杯戦争には私の個人的な目的も含まれていますが、それは皆さんには何の関係もないことです。What a crude wish. 私は群衆がピノコニーに押し寄せ、全財産を投げ打ち、必死に聖杯戦争への参加権を得ようとするのを見るのがたまらなく好きなのですよ。ルーサン兵が緊迫の時から銀河市場へと流れ込み、目まぐるしく売買される様子には思わず心が躍ってしまいます。敵が手のひらの上で踊らされ、最後には全てを奪われる光景を見るのは至高の喜びそのもの。無名の企業を次々と買収して私のビジネス帝国の一部にする快感は何者にも代え難い。黄金の時では私の顔色一つで商品の価格が決まり、ブルーの時では私のためにピノコニーのファッショントレンドが作られていく。夢、願い、ピノコニーがそのような虚しいものの上に成り立っていると本気で思っているのですか？ピノコニーを真に支えているのは、あなたたちが帝族だと蔑んだ尽きることのない貨幣の本流、金。それこそが宴の星の最も堅固な基盤なのですよ。何が目的であろうと、What is for 聖杯 money? 戦争の勝者は一人だ。残念ながら君のこれまでの行いは全てのサーバントを敵に回す結果となった。そして今私たちは君の目の前に立っている。これが何を意味するかわかるだろう。俺は数時間前の続きがしてえな。魚の頭はもう飽きた。願いが潰れて悔しがる老いぼれの顔なんざ見せ物として上等だろ。悪巧みしか頭にない老快を見せ物に楽しもうとはいささか品が欠けているな。ほっほっほ。皆さん、まるで私がすでに敗退したような物言いですな。しかしこのゲームの勝者が一人だけというのなら、私が敗れた後、あなたたちはどうやって勝者を決めるおつもりですか？というわけでここで一つ提案です。どなたでも構いませんので私と手を組みませんか？他の参加者を全員排除していただければ、その方に聖杯への願いをかける資格をお譲りしましょう。希望されるのであれば契約を結んでも構いませんよ。正確で理路整然とした言葉をもってすれば、全員の願いを同時に叶えることも不可能ではありません。マスターやサーバントの皆さんはまさにそのために戦ってきたのではありませんか？全員の願いを汚すことで成り立つ聖杯なんざ壊した方がいいに決まってんだろ。違うかマスター？いや違わねえな。もっと言えば
ぶっ壊す前に大暴れしてやるのが正解だ。珍しく同感だ。その案は気に入った。どうするミスター・アベンチュリー。たまには正義の味方をするのもいいんじゃないか。悪役はもうやったからね。今回はオーディさんに譲るとしよう。マスター、申し訳ありません。どうやらあなたのために聖杯を勝ち取ることはできないようです。ノーツガールが見せてくれた夢のおかげで以前よりも深く理解できるようになりました。大切なのは結果ではなく、何かを救うために何かを追い求めて歩んできた道のりなのだと。私に聖杯は必要ありません。果たせなかった願いも今ここで断ち切ります。皆さん、どうしても私と敵対したいようですね。仕方ありません。ではこの私が番組最後の試練となりましょう。聖杯戦争に参加するマスターは歴史上の偉人をサーバントとして召喚しなければならない。それがルールです。しかし私は誰を召喚すべきかずっと悩んでいました。資金援助をしていた落ちぶれた映画監督、それとも名前を買い取った伝説のスター。いいえ、彼らでは格が足りません。そう思い悩んでいた時にふとひらめいたのです。ならば自分を召喚すればいいではないかと。十琥珀期もの時を生き抜き今なお活躍している伝説的な人物が鏡の中にいるではありませんか。そうして私は自分自身を触媒に召喚の儀式を行いました。ピノコニーの歴史に名を刻んだビジネス界の大物オーディが果たしてどのような姿で現れるのか。人々は私をどのように評価しているのか、非常に気になりましてね。はい、なかなか傷つく答えでした。人々の目に映る私はピノコニーの多くの木の頂に横たわる金のために狂ったように木をかじり続ける害虫に過ぎなかったのです。はい。So you turn yourself into a bug, huh? Berserker, money grabbing parasite. つまりここで僕たちを待っていたのは最初からオーディさんのサーバントだったってことか。Activate my command spell. Sure. 終わり。霊樹をもって命ずる。あらゆる邪悪を打ち滅ぼせ、セイバー。クスタイマー。 Well, I believe I have 2 more use though. Never mind. I want to savor this nice and slow. 我が君勝利へと導け。聖剣
Oh, brilliant. More bugs. One by one, all of you shall be gone. And come to think of it, that means Pom-Pom's servant is rider class. And by the way, you cannot auto battle in this boss fight, by the way. But it doesn't matter. Command seal is not ready yet, by the way. 戦闘ですね。指示をマスター。暴風よ、舞い上がれ。More bugs. は星の希望。地を照らす命の証。見るがいい。X カイバー。Alright, begin phase 2. サーバントを表に立たせて自分はどっかに隠れてやがんのか。抜け目のねえやつ。急いで聖杯を解体しましょう。このままで際限なく湧いてくる虫に飲み込まれてしまいます。はい。ではその仕事は譲るとしよう。一気当選は王の得意とするものだ。More bugs. Brilliant. The command spell is not ready yet, though. Nope, not ready yet. Brilliant, more bugs. この明かりは星の希望。地を照らす命の証。見るがいい。Xカイバー。Damn! Look at all these bugs, man. Sheesh. This is endless. Oh, that's the third one. Be gone, Holy Grail. Oh, damn. That reminds me of the Noble Phantasm in that animation. Reminds me of the same animation back in Fragrant Ornament. Holy crap! It's the exact same animation. Sheesh. ようやくすべてが終わりましたね。Finally over. Yatta. 厄介事ばっかで
この大劇場もついてねえな。ハウンドやドリームメーカーの連中が気の毒になってきたぜ。心配しなくてもこの古い建物は何百って保険に入ってるから大丈夫だよ。オーディさんはお金に関する問題で自分が損をするようなヘマは絶対にしないから。あの野郎、勝手に聖杯戦争に巻き込んでおいて自分は高みの見物かよ。お前らあいつを引きずり出して文句の一つや二つ言ってやりてえとは思わねえのか。We should make him pay for our emotional damage. 残念だけど今回の事件で負傷したマスターは一人もいない。彼に責任を問おうとしてもいつもの手口、一流の弁護士チームと莫大な賠償金でごまかされて終わりだろうね。それにきっと彼は聖杯戦争でそのコストをはるかに上回る利益を手に入れてるから、賠償とか言われても痛くも痒くもないんじゃないかな。でもまあ今回の茶番は交渉の場でいいチップになりそうだ。うまくいけばジェイドもピノコニーに対してもっと大きな突破口を開けるだろう。So the IPC is still the final winner of it all. そんな言い方しなくてもいいじゃないか。これはピノコニーの株主様にとってもいいことなんだから。腐った金の匂いしかしねえピノコニーのルールなんざ知ったこっちゃねえ。ランサー、あのラブリーな年寄りをぶっ潰しに行こうぜ。そうしたいのは山々だが、どうやら時間が足りないみてえだ。聖杯が解体された以上、俺たちも元の場所に戻らなきゃなんねえ。Oof. Are you leaving already? そうか。残念だぜブラザー。また会えたらそん時は銀河一のバーで一杯おごってやるよ。銀河一ときたか。そいつはいい。なら別れの言葉はよしとこう。せっかくの機会をなくしちまう。またなブラザー。お前らとは、今回も本気で戦わずに終わっちまったな。どうやらことごとく縁がないらしい。そうでしょうか。以前あなたを倒した記憶があるのですが。おい。知っての通り、私はただの旧兵だ。君が望むなら、またこちらが負けたことにしてやっても構わんが。ここでお前らと言い争う気はねえよ。俺は消える前にもう一度ピノコニーの風景を拝んでくるとするぜ。マスター、そろそろ別れの時だ。最後に言わせてもらうが、その服装のセンスは少し改めた方がいい。だがサーバントとして今回の聖杯戦争で君と同行できたことを嬉しく思っている。誇張した言葉と華やかな装飾の下には執着心のある子供が見える。たまには正義の味方になるのも悪くないな。別れる時くらい人の心の分析は勘弁してくれ。それに服装のセンスの話ならお互い様じゃないかな。人類の守護者さん。そう言われてみれば、そもそも人類の守護者である私はなぜこのような抑止力のない世界に呼ばれたのだろうか。アーチャー、あなたがここに呼ばれた理由は明白でしょ。You were summoned as a heroic spirit. 英雄か。いい夢を見たと思っておこう。And Archer is gone. That leaves Arturia. Reveal.
Even though there are moments where it felt a little too draggy, especially the during the moment where Assassin uses his noble phantasm, and right before we fight against the berserker, when Caster was using her, I believe it was a noble phantasm as well. That moment felt too draggy as well, but all in all, it was an entertaining story quest to say the least. Now then, with that being said, it's time to say goodbye to Saber. あなたの召喚に応じてこの不思議な世界を旅することができてとても楽しかった。 Anything else you want to say to me, Saber? 夢の中で私はあなたの恐れを見ました。ですがそれを恥じることはありません。未知への不安、迷い、失うことへの恐怖心、そして何かを成し遂げられなかったことに対する後悔の念は人間であれば誰もが抱く感情ですから。英雄になる前はヘラクレスもただの子供でした。今はまだ力が足りないかもしれませんが、あなたはいつか銀河を照らす星になる。私はそう信じています。 Like you did? もし私の存在がわずかでもあなたの進む道を照らせたのなら、それほど嬉しいことはありません。マスター、未来のあなたによろしくお伝えください。Aye. See you again, Saber. Till I get my hands on you. The host of the Holy Grail was sitting elsewhere watching the scenery with interest. What is it now, you old fart? 聖杯が壊された。なんともったいないこと。人々はそれを追い求め、それのために戦い、身を捧げ、時には命を懸ける。そう考えると、聖杯はまるで我らがピノコニーのようですな。人々が願いをつぎ込んだ結果、ピノコニーは今の姿になりました。では、果たしてピノコニーは彼らの願いに応えたのでしょうか。この奥室ブラックホールを見てください。10琥珀期前にここに座っていたピノコニーをゼロから築き上げた者たちは、今や卑劣で恥知らずな老いぼれを残して、敵も味方も皆この世を去ってしまいました。正直に言いましょう。私の願いはすでに叶っています。あなたたちが私のことをどう思っていようと、かつてどんなに憎しみ合った仲だろうと、聖杯はその功績を認め、英霊として限界させたのですから。これもまたある意味で旧友との再会と言えるのではないでしょうか。心残りがあるとすれば、ミハイルのやつがここにいないことくらいですな。いや、実に感動的だった。あなたのことを知らなければ騙されるところだったぞ。旧友との再会、そんなものビジネスプロジェクトのおまけでしかないだろう。グレイディ、おっと、今はミスター・レックと呼ぶべきですかね。
作品の編集は終わったのですか？重要な仕事ですからね。任せられるのはやはりあなたしかいません。What footage? 参加者のプライバシーに関わる部分はカットしたが、聖杯戦争の中で最も見応えのあるシーンはしっかりと残しておいた。芸術性はともかく商業性においては失望させないはずだ。それなら結構。あなた方のような芸術家は自身の信じる芸術の日に名を刻むために後先を顧みないのが懸念点でしたので。まあそのような大志を実現できる者は残念ながら聖杯戦争の勝者と同様にごくわずかしかいませんが、しかし私は違います。この世において努力を評価するのにお金ほどふさわしいものはありません。かつての英霊が持つ記憶もまた私を満足させられる報酬だ。ほう、グレイディのような三流監督の記憶がですか？そのようなものに何の価値があるのです？一人の映画監督の記憶という点から見ればその価値は確かに灰のように微々たるものだ。だが一人の人間の記憶という点から見ればあれはまさしく比類ない傑作と言える。もがき絶望し争う、そうして歴史に名を残せないまま彼は落語者となった。まさにあの時代のピノコニーの縮図であり人々を報復させるピエロ。しかし真の英雄でもある。宝石のようにさまざまな面を持ったこの記憶を見逃すわけにはいかないだろう。それよりも気がかりなのは君の方だ。これほどの大芝居を打っておいて最後に体裁の悪い結末を迎えるかもしれないという心配はないのか？私は商人ですから、この年になってまで恥だの体裁だの気にしているようでは話になりません。なるほど。では今回の取引はこれにて終了だ。先に失礼する。さてアスナさん、あなたの名前の商標権、そして全ての創作物の所有権を放棄するという声明文にサインしましょう。それで満足ですかな？満足も何もありません。むしろ今さら拒否するというのなら消える前にその短すぎて見えない首を締め上げて息絶える瞬間まで見届けてあげましょう。まあそんなことをしてもあなたを殺せないことは分かっていますが、さようならピノコニーで最も成功した商人。最後にずっと伝えたかったことを言わせてください。さっさと地獄に落ちろ。And she's gone. これは感動的な告白だ。アスナさん、その願いが叶う日が来るといいですね。At the same time, aboard the Express, Rider? Far from the heat of battle, a servant summoned under the Rider class stays on the sidelines. As a rider, he once built an unsinkable leadership named the Compass. As a rider, he was once a nameless who rode the stars aboard an interstellar express. Let me guess. Misha! Centuries have passed. Now, as a heroic spirit, the young man finally returns to the place where once... Yep, it is Misha. Mitsuki ちゃんは変なものを持って帰ってくるのが好きでの。この前は祭天銃とかいう器物を持って帰ってきたんじゃが、It's Misha. それで測ったら、なんと俺の点数はたったの1点だったんじゃ。
あと姫子のコーヒーには気をつけた方がいい。ここだけの話、あれは俺の知る中で一番恐ろしい飲み物じゃからな。今のは絶対姫子に言うでないぞ。It's kind of fitting that Misha is a rider class servant though. 100倍はひどいな。逆に少し飲んでみたくなりました。Unfortunately, あやつがいつもみつきちゃんとふざけておっての。今では俺が一番見込んでおった炭鉱まで悪影響を受けておる。このまま道を踏み外してしまわないか心配でならん。そうなんですね。まったく、お前たち乗客はみんな一緒じゃな。ミハイル、またぼーっとしとるようじゃが、何を考えておる？ his time is up, unfortunately. 車掌さん、またお別れの時が来たようです。His time is up. そっか。また戻ってきてくれるか？はい、機会があれば。でも今日聞いた話だと、あれからまた僕みたいな人たちがたくさん列車に乗ったんですよね。本当によかった。七死人は列車に乗ってまた降りていく。ある七死人は帰るべき場所を見つけ、ある七死人はレールのように前へと進み続ける。それこそが請求列車です。この先きっと車掌さんが寂しい思いをすることはないでしょう。聖杯戦争はもうすぐ終わります。さまよう魂も眠りにつく時間です。Yep. 僕もそろそろピノコニーに戻らないと。ミハイル、覚えておいてくれ。列車から離れてもここは永遠に七死人の家じゃ。俺はずっとここにおる。いつでもお前らを歓迎するぞ。はい。では約束です、車掌さん。次にピノコニーに停車するときは、僕のため、ラザリナのため、ティエルナンのために汽笛を鳴らしてください。聞こえたら必ず会いに行きますから。Might happen in 3.8. 約束じゃぞ。 Oh wait, was it 3.7? I forgot. But never mind. So is that it? Present day, present time. 願い事は口に出したら叶わないって言うしな。あなたらしいわね。とにかくオーディさんが盛大に開いた第1回聖杯戦争はそれが最後になったの。でもミスター・レックとドクター・エドワードの協力で制作された夢の泡の映画はイプシロンで大ヒットしただけでなく、宇宙で再び夢追いブームを巻き起こしたの。オーディさんとカンパニーのピノコニー支部はこれを機に大儲けしたそうよ。That old fox didn't lose a thing. クランの当主とピノコニーの株主を巻き込んだことについては、アベンチュリンさんが予想した通り、ほとんどがエンターテイメント番組の名目でごまかされたわ。巨額の賠償金や訴訟は避けられないでしょうけど、私、オーディさんは聖杯が起動する前からこうなることを予想していたような気がするの。That old fart. そうそう。もともと
あなたには個別に賠償金を支払うつもりだったんですって。でもさすがの王子さんもそれはあまりにも俗っぽいと感じて途中でやめたみたい。その代わりに聖杯戦争で一番価値のあるものを私たちにくれたの。 So this is his apology. あら、聖杯の中に何か入っているわ。あなた宛てのメモみたいね。皆さん忙しそうなので復興お嬢さんを連れて先に帰りますね。掘り出し物を買い取ってくれた王子さんに感謝を。おかげで自由気ままな旅に出る資金が手に入りました。ところでこの散歩なら聖杯に何を願うのか、あなたは気になりませんか？ No. お兄さん、今気にならないと答えたでしょう。はあ、あなたが気にならなくても観客の皆さんは知りたがってるんですからね。It seems I care about your wish, buddy. 今回の番組はこれで終わりですが、もし本当に願いを叶えてくれるアイテムがあったとしたら、僕は世界中の人々が自由に生き幸せで楽しい毎日を送り自分の望みを叶えられることを願いましょう。And that's the end of the Fate Stay Night Unlimited Bladeworks collaboration. How, my friend? Yeah, whatever. Well, that's about it for now. If you guys have enjoyed my reaction to the Fate Stay Night Unlimited Bladeworks Trailblaze Continuance main quest so far, I do appreciate a thumbs up on this video and leave a comment down below what are your thoughts on this Fate Stay Night collab. Will you guys be pulling for Saber and Archer as well? Okay, here are my thoughts on the story quest for the Fate Stay Night collab. It's kind of nice that we get to see other characters from other franchise into a different game, but it's kind of unfortunate that there are a lot of moments where it feels like the story feels a little too dragged on, particularly the moment where we're inside the assassin's noble phantasm, where pretty much almost everyone is not voiced at all, and also that one moment where the caster sends us into the dream world or something like that. Those two moments felt kind of a little too dragged on, but like I said, it's kind of nice that we get to witness Saber, Lancer, which is unexpected to be very frank, and Archer from a different franchise into a Horrorverse game. It's kind of nice. Also, here's my food for thought, and I already mentioned this quite a number of times in early on. I kinda wish that I get to see servants, or should I say characters, from the Fate Grand Order mobile game, such as the likes of Musashi, Skaha, Tomoe, into Honkai Star Rail. I really wish I could see these characters from the Fate Grand Order series into this game, man. Just my food for thought. Overall, I give it a 6 out of 10 in terms of storytelling. It's nice that the collab is good, but I kind of wish that we get more stuff on. I'm pretty sure there's a lot of focus on Arturia, but I wish they focus more on both Archer and Lancer as well. Considering the fact it's very rare for, I won't say rare, but it's kind of nice to see that we get more stuff on Archer and Lancer as well. Then again, it's just my personal opinion, so leave a comment down below what are your thoughts on the Fate collab. Until then, thank you guys for watching, hope you all have a good one. I'll be back with the Zenless Zone Zero version 2.1 main quest, which dropped earlier today. And so, if you guys want to check that out,
please feel free to hit the subscribe button down below, and don't forget to hit the bell notification so that you all will be notified when I will drop my next video. Until then, my name is AJ, hope you all have a good one, and I will see you all in the next video.